ゲンバーボーン、正式リリース。それでは正式リリース版始めるどう？まずは導入モッドのご説明。モッドセッティングスと FPP カメラだけ。使うのはビーバー一人称視点ができる FPP カメラだけ。正式版では設定の無限ズームにチェック入れることで、マップ全体を表示できる距離までズームアウト可能に。これで上空撮影したりビーバーのドアップがモッドなしでできるぜ。で正式版になったことで実績も追加されたので、まずはこの2つを目指す感じでやってきます。ラッシュビーバー、サイクル15終了前にワンダー建設。ってワンダーって意外と健在エグいぞ、いけんのか？究極カスタム難易度でサイクルをいじれば楽勝かと。それはさすがに興ざめなけん。てなわけで今回はノーマル難易度でチャレンジ。ハードじゃないのかよ。へたれ。まあノーマルでも15サイクルワンダーできるかはわからないので失敗したら笑って許して。おい。そしてワンダーしたらマップの全ての緑地化して、ビーバー500匹をゴール目標にするよ。ノーマル難易度ならそれはそこまで大変じゃないぜ。それでは正式版のビーバーの世界に、レーっちゃぼー。つかビーバー連打してないでさっさと行け。ビーバー5で話すな。でマップも色々手直しされたものや新しく追加されたものがある模様。今回は特殊なこの溢れた水を選択。いつもの水源とは違う水が染み渡ったエリアなるものがいくつかある模様。危険がいっぱいとも書いてあるけどまあなんとかなら。適当だな。では難易度ノーマルで、スタート。開拓地名は溢れ出す煮汁。セクシーコマンド外伝、すごいよマサルさんの必殺技じゃねえか。もう30年近く前の漫画だぞ。今の若い子多分知らんぞ。てっへー。それではビーバーたちのご入場です。今回も街開発一緒に頑張っていこうな。まずは一番重要な水源チェック。この溢れ出る湧き水が今回の生命線。水圧に限界があるが、可能性は無限大だとさ。水圧の関係で水位が 0.8 までしか上がらない模様。さよか。そんな溢れ出す煮汁ポイントが8箇所あるみたい。煮汁って言うとお水みたいなイメージが。ああお水はお水で湧き水あってこれは見た感じ4箇所かな。こいつも水圧以上には出てこないようだが、緑地化するならそのうち対処しないとだな。で町の中心はここだから、当分はこの辺りで開発することになりそうだね。だな。そして近所の湧き水の隣に見知らぬ物体ありけり。なんだこの金属製の球体は。不安定なコア。必然的に爆発するだと。そうだよ3、ドカーンだよ。1と2はどこ行った？その次元爆弾のようなコアの近くには溢れ出してない水源。これは汚水の湧き水らしいぞ。休止状態だけどこれもなんかのタイミングで動き出すのかな？かもしれんな。あとこの時は気づいてないけど周りにあるトゲトゲも新要素。撤去はできるがビーバーが怪我をする意地悪障害物。おっとこちらには軌道衛星っぽい何か。残地物、取り壊すことで科学ポイントが獲得できるってよ。800科学ポイント、これは積極的に取りに行きたいね。だな。こっちには望遠鏡のような残地物。これは200ポイントか。序盤は200でもありがたいよ。マップに一つしかなかったけどこのパラボラアンテナみたいなのは、3000科学ポイントもあるよ。
だがそれを巻き込む爆破範囲の不安定なコアが隣に、果たして爆発前に化学ポイントを取りに行けるかな？街の中心の近くに他にも見慣れぬ物体ありけり。地熱地帯、自然の動力源で適切な装置を使えば利用できるようだ。多分この地熱エンジンってのを使えば良さそうだね。丸太と板だけで作れて燃料なしで400馬力、こりゃかなり強い施設だ。これは積極的に開放したいね。ではマップも確認できたので、道を敷いて都市計画を策定開始。遠く離れた残地物の周りも道を敷き敷。天然林は自然と広がり後で道が敷けなくなって面倒なので事前に予防する、できるビーバーの知恵。そして道を敷いてたらまた見慣れぬ物体ありけり。汚水ドレーン、汚水器の間汚水を吐き出すとさ。旧バージョンでは悪潮だったけどリリース版では汚水器になったのね。これもどんな風に作用するかわからんが、何かしらの対策が必要になりそうだ。最初見逃してたトゲにもこの時認識。水源の周りにあって地味に邪魔。水の染み込みを防ぐって書いてあるから、これ撤去すれば有料も増えるかも？改めて確認したら汚水ドレーン結構たくさんあるね。目印つけとけ。あいよ。よし開発準備完了。まずはインフラを整えつつ、残地物の回収を急ぐぞ。これらが全部回収できれば、研究しなくても結構な量の施設がアンロックできそうだぜ。ほら全裸の身分、準備はいいか。労働時間18時間でキリキリ働けー。初手から残業指示20時間にするか迷って、2時間減らすくらいには良心のあるのがうちのレイムさんだ。広いマップだから20時間だと多分家に帰れません。それでは施設の建設を開始。まずは木こりの起点をホイホイホイ。丸太がなければ何も始まらぬ。水汲みポンプは F で反転させればいい感じに2機収まるね。まずは1機。おっと忘れる前に残地物の撤去指示と。フォークテールの種族は空き家がないと増えないのでロッジも立てなきゃ。でも水や食料が先なので優先度は低めで指示。水を溜めるタンクはポンプの隣で。運ぶのが、楽？内容物もしっかり水にチェック。でベリーを採取するための採集者の起点途中くらいの倉庫を用意。最初は不人気食品ベリーが、ビーバーたちの生命線。さあビーバーたちよ、この何もない大地にビーバーの楽園を築くのだー。やっと開発の始まりだぜ。ワンダー目標まで15サイクル、効率よくちゃっちゃと開発建設だよー。初日にポンプとタンクが無事完成。ベリーの採取も始まった。当分はこれでやってけるぜ。ご覧ください。貴重なビーバーの寝顔の映像でございます。あらかわいい。子供ビーバーも野宿で熟睡。安心して寝れる環境を早めに整えてやりたいぜ。翌日丸太置き場と板置き場のための大きな物資置き場を建設開始。でその前に農場建てなきゃ。天然のベリーを食べ尽くしたらそこで試合終了です。木こりをマシマシ。丸太がなくて何もできねえ。建設作業員も一旦伐採手伝って。結果即日農場完成。とりあえず収穫が早い人参を育てよう。植え終わり次第次の作物も指示してくよ。ああ、残地物撤去終わってる。撮影を忘れた残念なビーバーのなわけで化学ポイント200ゲットしたので、必ず必要となる階段と足場をアンローク。だがどちらも建設には板が必要。なので板を作る製材所も建設開始。動力は安定の回し車。湧き水だと川の流れがないから水車とか無理。湧き水の意外な弱点。1日かけてなんとか完成。稼働は明日からだな。家も着実に建設中。野宿があと4匹、これが完成すれば繁殖してビーバー増加傾向になるぜ。人参の作付けが終わった。ひまわりとじゃがいもも作るぞー。ひまわりは直で食えて楽、じゃがいもは焼けば大量にグリルドポテトが作れるぜ。脱野宿でビーバーの幸福度アップ。幸福度を上げればビーバーたちの作業速度も上がる。積極的にビーバーたちを幸せにしてやろうな。5日目早朝、板4枚完成したので最初の階段を建設。この下の盆地にはオークが生えてるから、これ伐採してもっと板を量産だぜ。翌日は人参じゃがいも用に倉庫を増築。ひまわりは少量しか作ってないから、大きな倉庫はなしで早いもん勝ちね。人気食品。近所の森が消滅したか。夜中にやるなよミニキーだろ。さあ1000円。こっそりアンロックしてた森版の詰め所建設開始。近場の木を刈り尽くす前に植林を進めるのだ。一応追加のタンクを増築しましょ。難易度ノーマルだがこの池深さが1しかねえから、ちょっと干ばつでの蒸発が心配なんだよな。翌日がっつり多くを植林。多く1本で8個丸太が取れる効率最高の木。でも成長が一番遅く30日。これが育つまでは周囲に遠征して丸太をゲットだー。おー。ビーバーの幸福度アップのためキャンプファイヤーを設置。
さらに低木も近くに置くことで同時に美意識を高める、これができるビーバーの仕事。回し車で汗水垂らして作った板で、残地物の回収に向かうぞー。序盤は数枚の板を集めるのすら一苦労だぜ。ひまわりの種の収穫が始まったので専用の小さい倉庫を設置。もっとたくさん作ってやりたいが土地がねえんだわ。ビーバー増加に備えてポンプ建成立。すでにしれっと6匹増えてます。ウオーハンマーでぶったたいて科学を生み出せ。科学とは程遠い研究方法で草。科学ポイント200ゲット。やったぜ。盆地にあったオークが終了。そういえば瓦礫は放置すると崩壊する仕様になった模様。消滅したらもったいないから回収優先度を上げてたようだぜ。あと選択して取り壊しで切り株が撤去できるようになりました。おお、これは地味に便利な機能だ。やっべ、気がついたら食料ゼロじゃん。農家さん、収穫を優先してやってくれ。みんながガリッガリになっちまうぜ。伐採遠征。こうして地道な開拓は続く。丸太を求め道を切り開きつつ、残地物の回収も同時にやるぞー。これは良い800ポイントの残地物。腹ペコでも頑張るビーバー。かわいそう。じゃがいもの在庫も少しある。焼くためにグリルを作るどう？完成まで耐えれるかな？予想外だったけど丸太置き場がいっぱいになったので、追加で物資置き場を建設。お前がガリガリになるまでビーバー酷使したからだ。余った丸太でロッジを、建てまし。ビーバーよ、畝よ増やせよ地に道よ。板の在庫に少し余裕があったので、さっきゲットした科学ポイントで屋根開放。ロッジのサイズにぴったりな 2×2、これでさらにビーバーの幸福度アップだぜ。食料危機ではあったけど、とりあえず犠牲者なくなんとかやってけてるね。しかしそんなビーバーたちの街についにあれがやってきた。干ばつが来たぞー。いやリリース版では換気って表記になってるぞ。これは下り。水貯水量は足りてないけど、池の水があるから多分楽勝だぜ。ダムすら作れぬこのマップ、ハードでやったらヤバかったかも。タンクに組みまくるしかなさそうでヤバそう。そんな歓喜の仲間ったりキャンプファイヤーを楽しむビーバー。幸福度が12到達。どうしたそこのお前。前歯が欠けたってよ。伐採でやっちゃったかな？急ぎ鳩ぎ装置を設置するのだ。おうトイドル、火花みたいなの飛び散ってるけど大丈夫か？あれよ誰です。汚ねえな。開発者さんのライブで聞いたけどビーバーの歯って、鉄が含まれてるらしいよ。そうなん？アイアンピースの語源になったみたい。ビーバー豆知識。お前、暇そうやなこら暇そうだからっていじってやるなよ。じゃここに森版の詰め所建設して、栗と追加のベリーを植えましょ。栗もベリーも採集者が集めるから、一箇所にまとめとくのが賢いビーバー。人工衛星っぽい残地物を撤去。科学ポイント、800ゲットだぜ。序盤の800はかなり嬉しい。そして残地物があったこの場所、爆発するコアが2つも。どう見ても汚水が溢れ出るわな。余裕ができたら堤防とかで塞いだ方が良さそうだ。だな。さてお次はこの壁を登って、こっちの残地物を目指そうかね。こりゃ板がたくさん必要になりそうだ。南側にもあるからまあやるっけあるめてなわけで足場のダブルとトリプルをアンローク。シングルを重ねても同じことはできるが、使う板の枚数が少し減る細かい節約術。こんな感じでおなしゃーす。板の在庫が足りてない、当分は作っては運びの自転車送料になりそうだ。そんな建材不足に困ってる時だけど、建設作業員の小屋もアンロック。ビーバー増えて3匹無職いるし、暇ビーバーの職場だな。残地物撤去のために設置した階段を撤去して、板を回収じゃあ。でも階段作るのに必要な板は4枚、回収できるのは3枚で1枚損なんだよな。まあしゃあなし。いのー、ちの水。池の水、枯れることなく最初の換気を無事クリアだぜ。では1サイクルだけだけど今回はここまで、最後に少し街の様子を見てきましょ。しれっと生産開始してるグリルや、板不足解消のために日々走り続ける村の英雄。彼がいないと製材所は稼働すらできない影の功労者。そんな彼の走りを高みの見物する森版の詰め所のビーバー。植林も終わって暇そうにしてる、そのうち別の職場に連れてかれそう。食料危機をなんとか乗り切ってくれた農家さんの仕事を邪魔するガキ。こら、子供ビーバーをガキ呼ばわりすな。さあ声援。では面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。15サイクル内にエンドコンテンツ、ワンダー建設を目標に掲げるレイム。果たしてビーバーたちはその偉業を達成することができるのか？
続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。ジェンバーボーン。溢れ出す水源を頼りに着実に村を発展させ周囲の森を刈り尽くさんばかりに伐採する我らがビーバー。滅んだ人間の残地物をぶったたいて科学ポイントもゲット。さあこの調子でビーバー文明を発展させるのだー。何をするにも丸太は必須。さあ周囲の木々を伐採せよ。ビーバーが通った後は何も残らない。お前、まそうやなー。建設作業員の小屋できたのな。ではこのコアの爆発に備えた工事を。ってちょっと待て。汚水の湧き水に異変あり。あと10日で開始だと？こりゃ汚水が湧く前に残地物も回収しないとだ。汚水が湧き出てコア爆発のコンボを食らったら村壊滅は必至。堤防をアンロックして至急工事を開始せよ。渓谷を渡るための足場もいるな。板の在庫1枚しかないのにこれはきつい。10日の猶予でなんとかなるか？渓谷を渡った先をさらに南下するルートも開拓。こっちにも残地物と木々もあるな。湧き水もあるからここはそのうち開発することになりそうだね。工事に対して板の生産が全然間に合わん。製材所窃盗増築だー。ベリーの植え替えが終わったので、ここは更地に戻してジャガイモを植えましょ。細かい。科学ポイントが余ってるうちに医療ベッドをアンロック。怪我してからじゃ遅いもんな。怪我ビーバーも飲食はするので、食料倉庫の前にホイット。これで怪我しても安心。さあキリキリ働けー。時間との戦いだぞー。汚水が漏れ出したら大惨事だぜ。汚水の湧き水が湧き出す前に、無事残地物の撤去成功。800ポイントゲット。猶予も7日残ったし、意外と楽勝だったね。だな。溢れ防止堤防も完成。ひとまずこれで危機が回避できたぜ。一段落ついて南側の伐採を開始。階段が完成して残地物の解析もできるぜ。だがうっかり忘れてまた撮影忘れた。今回も安定のくるみサイズのビーバーの腕あった。ゴリゴリほい。ビーバー5で抗議すな。そして伐採指示中にここにも汚水ドレーンがあることを発見。開拓予定なのにここ汚水期になったらやべえ場所だ。こりゃ何らかの処置をしないとだね。てか対策しないとこれも村が壊滅コースだね。ノーマルの汚水期は最短で4サイクル、ハードだと3サイクル、このマップ意外とむずいのかもしれん。ここのコアも爆発したら水源一つ潰されるから、早めに何らかの処置をした方がいいかもね。危険がいっぱい。てなわけで、そこまで向かうルートも整備。800ポイント残地物もあるから一石二鳥。なおアンダーは20万ポイントです。遠い？パラボラアンテナのところにも汚水ドレーンあるよ。これは村に被害出なそうだけどほんとこのマップ汚水期やばそうな雰囲気。パラボラアンテナ方面もルートを確保するため、瓦礫を撤去して先に進むぞー。板材の節約を考慮して、渓谷を一旦降りてまた登るルートが選択された。シングル足場のコスト板6枚なのが地味に辛い。1匹ずつしか工事できない現場も増えてきたので、発明所も仕事優先度下げて建設。アーリー版では発明家だった施設が発明所にしれっと直されてる。池の水深浅い上に川がないからダムも作れない問題が、当分解決できそうにないのでタンク増し増し。でも小さいタンクじゃビーバー15匹分の1日の飲み水にしかならん。森番職員、指示した作業は終わったな。それでは別作業へ移れ。はい、レイオフです。汚水の湧き水爆破トラップ地点まで道が整備され、800ポイント残地物の回収に成功。科学ポイントが2000もあるぜ。それでは一気に爆薬関連をアンロックだー。2サイクル目でダイナマイトが。左上から簡単にご説明。工場建設に使う歯車製造所。精錬所は金属スクラップを金属ブロックに精錬。解体員の起点は人間の残した異物から金属スクラップを回収。データ歯車金属で建設できる爆薬工場で爆薬を生産。爆薬の原料は汚水なのでそれを組む専用の汚水ポンプ。そして爆薬を使ってダイナマイトを設置します。以上、開放した爆薬関連施設でした。トンネルも便利だから開放したいところだけど、これだけで2000ポイントだからさすがに今は無理だね。使うのに汚水を遠心分離機にかけないとダメだし、当分は手が出せないぜ。さてダイナマイト目指してちまちま作業始めますか。解体員の起点を設置。スクラップ置き場はちょっと遠いけど製材所の裏にしましょ。運ぶの大変だけど工場もそこに建てるなら通勤は楽そうだ。歯車製造所建設前に、動力になる風車もアンロック。歯車製造所は120馬力、回し車の50馬力だけじゃ微妙に動力不足なんだよな。しかし風が止まったら動力不足は変わらない。お前の脚力だけが頼りだ。頑張れ影の功労者。歯車走行ホイットな。
ここは近くて使い勝手良さそう。科学ポイント貯まったのでランタンを開放。ビーバーの美意識アップ。汚水の湧き水が荒ぶってるぞー。間もなく開始。きたー。ねー、水のんきに歌ってんじゃねえよ。てへ。しばらく様子を見てたけど、特に問題はなさそうだね。溢れたら大惨事だけどこの水位で保たれるなら問題なしだな。無職がいたので発明書マシマシ。地道な研究。で貯めたポイントで水生農場もアンロック。水生植物の候補根とガマの根が栽培できる施設。ただいま中型タンクを開放しようか考え中。しかし貯水問題どうしようかな。これ以上ビーバー増やすと換気がやばそう。この候補根育てる池じゃすぐ干からびそう。今がっつりビーバー増やすのは少々危ういな。換気が来たぞー。日数は4日だけ、前回3日で楽勝だったから今回も大丈夫だな。水生農家さんの作付け作業。帽子が濡れて湿ってそう。水不足が心配だけどロッチマシマーし。数の力は偉大なり。南の伐採現場の木々、早速すべて刈り取られました。地味に遠いから結構大変だったぜ。そしてこの時気づいてしまう、この丸太現地で伐採して汚染ドレーンを塞ぐためのものだったのではと。安定のやらかし伐採しちまったもんは仕方がねえ、植え直すぞ。森番設置。成長の早い松を植えて、これが育ったら汚染ドレーンの対策に使いましょ。水深浅いから長期の換気で枯れそう。こらー、この悪ガキがー。倉庫建設現場で遊んでた子供ビーバー、倉庫裏に閉じ込められるの巻。板在庫17枚しかないのに助けるのに6枚も板必要だよ。でも文句言いつつしっかり助けてあげる、根は優しいレイムさんであった。食料危機に備えて不人気食品ベリーを蓄えたいので、大きな倉庫をアンロック。だが建設に板80枚も必要なので、当分建てれそうにない。いのー、ちの水。4日間の換気も池の水枯れることなく無事セーフ。お前、暇そうやなー。小さい池だからもう作業終わっちゃったか。成長するまで他で働け。厳しい。ああ、近所のコアが点滅してる。あと11日で爆発らしいが、一応対策済みだから安心だぜ。工事しといて正解だったよ。子供ビーバー取り残され現場の裏側に進出しようとしたところ、トンネルになってる場所を発見。こりゃ鉱山設置可能エリアに繋がる隠し通路だな。科学ポイントが溜まったので試作スポットを開放。ビーバーが自然について考えを巡らせる場所。ちまちま幸福度アップ。遠くから運んできたスクラップも溜まってきたので製錬所の建設を開始。動力は風車、風が止まればお休みです。夜中に光るコアを発見。よく見ると左下にカッコ3って書いてあった。翌朝爆破後の影響を確認、特に村の方へは流れてこないので問題なしと判断。少し開拓の邪魔になる程度になりそうだ。こっちはまだ停止中だけど爆発したら汚水と混ざって使えなくなりそう。ここも何らかの対策をした方がいいな。パラボラアンテナのところのコアは爆破範囲が広くて危ないね。渓谷の道が使えなくなるのが困るが、多分村の方へは流れてこなそうな雰囲気。ここの汚水の湧き水のところは、コアが爆発したら下に流れて南の開拓地に汚水が流れて破滅コースだよ。こりゃ早めに対策しないとヤバいやつだ。コア調査を終え開発に戻り運搬員の拠点を建設。暇そうな無職をねじ込む。正直なくても問題ないけど使いたくて仕方がない、螺旋階段をアンロックじゃあ。これをきれいに設置できるように、ロッジのドアの位置とかしっかり計画しております。謎に強い螺旋階段への憧れの図。風車止まってサボっておるな。あ、動き出した。爆薬工場建設用の鉄だけあれば十分だけど、なるべく早く作ってね。風車動いても動力不足で生産性が 36% しかねえぜ。長い道のりを経てやっとパラボラアンテナまで到達。しかしさすがの3000科学ポイント、定時までに解体しきることはできなかった。明日の朝までには家に帰れるかな？遠い。毛がビーバーの隣で試作するビーバー。怪我を大事に。うっかり伐採しちゃったところに松が植え終わったので、こっち側にはオークを植林。オークは成長も遅いが乾燥耐性も高い。意外とこの場所植林に向いてたのかもしれんな。伐採した木はここに保管して、汚水ドレーン封印工事に使いましょ。現場で集めて現場で使えれば効率よく工事できるぜ。満開の候補根を眺めてたら換気警告。ノーマル難易度だしまあ問題あるめ
水生農家さんを呼び戻し収穫開始。食事に一品増えるね。やったね。螺旋階段いつになったら完成するんだと思ったら建設には加工された板が必要だったけん。おバカ。加工板は確かワンダー建設でも数千使うから、これも早めに生産体制整えたいね。だな。コアが爆発するぞー。対策工事は実施済みだが、ちゃんと村を守れるかな？頼む、溢れないでくれー。大喜利セーフ。ジョインもラッシュ。まあこの程度ならすぐ乾くぜ。きたー。ねー、ミーズー。こっちも同時爆破だったのか。でも予想通り被害はなくてよかったな。さてビーバー増加に備えて南の開拓地にもポンプを設置。ダムすら作れない地形、この 0.8 の水深の池がビーバーたちの命綱。コア爆破に気を取られ、パラボラアンテナ回収の撮影に失敗したのず。マップ最後の残地物だったのに、しれっと増えた研究ポイントに哀愁が漂ってるぜ。さて残地物回収が完了した。次は汚水の湧き水の封印実験をするぞー。おー。過去のシーズンで考案された突出部に防水フロア方式で覆うことにし、この2つをアンロック。湧き水周りを堤防で囲ってこのように封印します。なお、湧き水は水深が 0.8 で止まるので、蓋はしなくても平気だと気づくのは完成後である。そんなこっちは工事用の自然林を借り切る前に伐採停止ができたので、物資置き場を建設してここから丸太持って工事してもらいます。学習しているビーバーの板の在庫も100超えて、少し余裕ができたので地熱エンジンを開放。正式リリースで追加された強そうなやつ。これで精錬所も安定して動かせるね。寒気が来たぞー。1日増えて今度は5日か。場合によっては総動員でコア爆破対策工事が必要になるかもしれないので、建設作業員の小屋を増築。発明所の上位施設の天文台建設に松ヤニが必要なので、樹液を集める樹液取りの小屋を開放。旧バージョンではタッパーズシャップとかいう名前だったやつだな。メープルシロップの採取もできるよ。てかよく見たら農場の作付けが追いついてない。農場増しまーし。農場は植え付け優先と収穫優先の2件あると安定するよな。いのー、ちのみず汚水の湧き水対策工事完了とともに換気が終了。そして同時に不安定のコアが作動開始。はいもろ完成した堤防が吹き飛ぶ範囲です。なんてこった。残り猶予は11日、完全にやってもうたである。ではしゃあねえ爆破後にダッシュで再工事するぞ、と決めたところで最後に少し街の様子を見てきましょ。風の吹くまま気の向くまま精錬所。地熱エンジンが繋がればフルタイムの重労働へシフト。考え至らず伐採しちゃって植林し直した南の開発地。だがすでに松も成長しいい感じの植林場になったぜ。ではこんなところで今回はここまで、グッドボタンよろしくお願いいたします。元気の源です。運よく危険地域のコア爆発の被害を未然に防ぐことに成功したレイム。しかし今度はこっちのコアが脈動を始めた。果たしてビーバーたちはこの危機を乗り越えることができるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。エンバーボーン。人間の残した残地物を解析し精錬施設を建設して金属ブロックの生産にこぎつけた我らがビーバー。しかし人間の残したものは幸福をもたらすものだけではない。爆発するコアから街を守るのだ。そしてただいまマップ端っこの汚水の湧き水地点の封印作業をしてたらコアが点滅を開始。せっかく封印はできたのにもろ爆破で吹き飛ぶ範囲であった。てか突出部で封印したけど、そもそも湧き水は水圧の関係で蓋なくても溢れないじゃん。完成してから気づく愚かさよ。意図かなし。なおこの時のレイムは気づいていないが、突出部を設置してた部分に堤防を設置していれば、この後起きる惨事は回避できた。そうなの？トリマ今回は爆発後にダッシュで堤防を作り直して、汚水が混ざるのを阻止するつもり。さすがにそれは無茶ぶりじゃね？続いて南の開拓地の汚水ドレーンの封印方法を考え中。汚水機もそろそろ来てもおかしくないもんな。堤防重ねるだけじゃ封印はできない模様。封印できそうな形をなんとか考案できたよ。突出部ならドレーンの上に重ねられたか。汚水の湧き水工事でアンロックしたのが無駄にならなくてよかったよ。もう片方のドレーンは足場と防水フロアのタイプを採用。こっちは高さが一段高いから丸太節約だな。板の在庫が200個ほどあったので、大きな倉庫を隅っこに建設。飢饉に備えて不人気食品ベリーを備蓄するのだ。汚水ドレーン封印工事のために伐採を始めるのだ。
もう半分ぐらい終わってるぞ。せっかく植林し直したのに仕事が早いよ。仲良くお座りするビーバー。おっと存在忘れかけてたけど松ヤニ採取もやってんな。松ヤニが手に入ったということはこの発明所の上位施設、天文台が建設できるぞー。動力こそ200馬力を必要とするが、発明所の13倍の化学ポイントが生産できるぜ。で必要となる動力はお隣の地熱地帯から、地熱エンジンを使って供給。これは合理的だぜ。医療ベッドが足りないのでマシマシ。危ない工場勤務で毛が増えてきたな。そして汚水ドレーン封印作業がほぼ終わったところで、奥にさらにドレーンがあることに気づくのず。手前が封印できても奥から流れてくるんじゃ意味ねえじゃねえか。てへ。そんなわけで奥の汚水ドレーン封印作業もやらなきゃなので、ルートの開拓を開始。また板の在庫が枯渇しちまったぜ。で奥のドレーンも足場高床式封印術を施します。屋根つけたら平安時代の出雲大社みたいに見えそうな見た目。資材不足でそこまで遊ぶ余裕はないよ。再利用のため夜中にこっそり足場を買いたい。夜中にやるなよミニキーだろ。ごめんちゃい。不安定なコアが爆発するぞー。総員退避きたー。ねーみーずー。いや混ざっちまうから急いで工事指示しろ。最優先でここに堤防を築き、汚水を食い止めるのだ。さあビーバーたちの本気の工事、どれだけ汚水の流入を防げるか見ものだぜ。大地の再生者よ、綺麗な湧き水を守るのだ。などと言っておりますが、全然無理でした。まあそりゃそうだわ。綺麗だった池がどんどん汚水まみれに。町に影響はない範囲だけどちょい悲し。完全なる対策方法のミスであった。寒気警告が来たぞー。寒気になれば汚水も乾くかな？堤防が完成して湧き水で薄まって綺麗になるかと思ってたけど、汚水の水圧で水が出なくて薄まらない。湧き水が汚染されると処理が地味に面倒だ。でも今回の件で汚水の湧き水の封印ノウハウを習得したので、南の汚水も封印するぞー。そこも不安定なコアあるから、爆発前に汚水を止めちまおう。板の在庫がないけど爆薬工場の建設開始。完成した爆薬は隣の倉庫に納品予定。板は作っては投入でなんとかするしかねえな。板在庫を食い潰した、天文台と地熱エンジンが完成したぞー。そんなわけで発明所の発明家たちよ、レイオフです。まあもう一棟天文台建てるからそこで研究をしてね。天文台建てるとこからが研究者の仕事です。寒気が来たぞー。まあいつかなら前に耐えれたし余裕。いやビーバーの数も増えてるし余裕とは限らないよ。念のため南の開拓地奥の湧き水にもポンプ設置。とりあえず汚水器出なくてよかったぜ。対策まだできてないから来てたらやばかったかもな。ここの汚水の湧き水水源を囲むように堤防を作るつもりだったけど、トゲが邪魔で綺麗に作れなさそう。てなわけでこんな感じで堤防で防ぐことにしました。これなら板も節約できるし設計も楽ちんだぜ。汚水が乾かない。こりゃ当分このまま汚水決定だな。いのーちの水。高骨農園の池も枯れることなく、楽勝の歓喜だったぜ。植林した多くも成長してるし、あとは貯水問題が解決すれば一気にビーバーも増やせるね。そりゃ楽しみだ。しかしこの汚水どうしたもんか。汚水ポンプで汲む、長期の換気で乾くの待つ、ダイナマイトで掘って排水とかやりようはあるな。マップ端っこだしコスト高くてどれも嫌。わがまま。そして今度はこっちのコアが動き出しとる。今汚水封印工事始めたばかりなのにタイミング悪くて草。封印工事終わっても今流れてる汚水は消えない。至急ここに堤防を建設するのだ。爆発まであと11日、果たして堤防は完成するのか？いつかで完成せりそう。南の開拓地で植林してたので、丸太での作業は思いのほか手際よく進んだ模様。コア爆破まであと6日、次は汚水ドレーンの封印作業を急がなきゃ。次汚水機が来てもおかしくない、急いで工事だ。あいよ。ちょびっとだけロッチを増しまーし。ビーバー増やしすぎで水問題にならないさじ加減が難しいぜ。爆薬工場が完成したので、原料の汚水を汲む汚水ポンプを建設。コア爆破で吹き飛んで深くなったところがうまく使えた。小さいタンクを汚水汲んですぐの場所と使用する工場の2カ所に設置。地味に遠くて運ぶの面倒な距離。いつか効率いい工場作りたいねだな。なけなしの板材を投入して建設した大きな倉庫が完成。さあ不人気食品ベリーを運び込めー。てか好き嫌いせず食べなさい。いい場所の強引。骨見ない。
ものすごい勢いで村外れの倉庫にベリー運んでる。気が寸前まで口にするのも抱きされる不人気食品の末路は、いつまでも食べられない非常食である。おっと栗の在庫もいっぱいになってる。グリル屋さん焼き栗の生産にレシピ変更よろ。グリル一件だとレシピの変更が面倒なんだよな。グリルも増築案件だね。ベリー搬出で空になったついでに、こちらの倉庫も大きな倉庫に建て替えましょ。建て替えすれば1000追加で保管できるから保管量が全然違うぜ。お前、暇そうやなあ。嫌いなベリーを見つめる供養を行っております。働けー。そんなわけでビーバーに新たなお仕事を与えるため、こちらの地熱地帯の開発を行うことにしました。少し険しい地形だな。パラボラアンテナ回収の時に渓谷に降りる階段は設置済みだからそれほど大変な作業じゃないよ。さいですか。こんな感じでおなしゃーす。動力を爆薬工場がある方に繋いで供給する感じかな？できそうだったら天文台の方とも繋いで、動力一元化しちゃってもいいかもね。だな。コア爆破の瞬間取り逃した。YouTuber にあるまじき失態、霊夢が切腹してお詫び申し上げます。やらないよ中からあんこが出てきちゃう。堤防は汚水のちょい漏らしはあったが大惨事は避けられたようだ。一安心。爆薬も製造が始まり水問題の解決も近いのでロッチを追加。なんだかんだで現在57匹、いいペースでビーバー増やせてるぜ。追加の地熱エンジンが完成。動力が過剰なレベルで整ってきたぜ。高揚力アップであります。寒気が来たぞー。今回は6日間、1日増えたな。とりあえずの対策は終わってるけど、汚水器出なくてよかったよ。地形がやや複雑でミスしてそうだから、汚水器はもうしばらく来ないでほしいぜ。どこに設置するかは決めかねてるけど、大きな水汲みポンプもアンローク。つかそれかこうした板が必要だからそもそも建てられねえよ。そんなエネルギー一元化工事のついでで歯車製造所増地行く。建物同士は動力が繋がるからシャフト代わりにしてるぜ。で天文台方面からもシャフトを伸ばして、これを接続すれば動力一元化が完了だよ。将来的にはマップすべての地熱地帯にエンジン立てて、動力集約するのも面白そうだ。レシピの変更めんどくせー。見た目とか気にせず適当にグリルが追加された。街の景観はワンダー終わった後頑張るよ。まずは15サイクルワンダーが優先。小規模ながらも今シーズン初のダイナマイト設置完了。これはビーバーたちにとって大きな一歩となるだろう。はっはー。つかそんなとこ掘ってどうすんだ？南の開拓地の湧き水の高さに合わせて掘って、下流に流すことでここに川を作る予定であります。0.8 以下の水深なら水は湧き続ける。下に流せばおのずと川になるって計画だな。そういうこと。そして動力シャフト最後のピースがはまり、動力の一元化工事が完了。地熱エンジン3機で合計1200馬力。これは圧倒的なパワー。現在使ってるのは890だけで、まだ500くらい余裕ありそうだね。てなわけで回し車は今日で廃業です。ありがとう、初期を支えてくれた村の英雄たちよ。動力も増えたことだし天文台を、建てまし。ワンダーアンロックに必要な科学ポイントは2万、あと半分のところまでしれっと研究進んでおります。ワンダーは資材も先端位だから気を抜かず着実に進めてくよ。おお。てなわけでさらに天文台マシ。地熱エンジン1機でちょうど天文台4等分の動力、シャフトを繋いだ意味がねえ。いつか役に立つよ、多分かよ。ビーバーをさらに増やすために、トリプルロッチもアンロック。入り口が2階にあって微妙に使いにくい9匹住める家。お、ここはジャストフィット。ナイス段差。はっはー。シングルダイナマイトで地道ながらも灌漑工事も進んできたな。あと1回爆破すれば開通して川になる予定。それは楽しみだぜ。ちょっとあんたたち仕事が早すぎ。最高速でプレイしていてうっかりダイナマイトの設置の様子の撮影に失敗したレイムノズ。意図かなし。それでは開通式を行います。はっはー。細い水路だがこれが川の源流になると思うと、胸が熱くなるぜ。命の水。こうして川のなかったこの町に新しく川が生まれた。って今換気中だぞ。池の水抜いたらダメだろ。これはうっかり。ここの水源も掘り進めばいい感じに川になるかな？でもそこ水ドレーンもあるから、汚水器になったら台無しになるパターンだぞ。じゃ使いたくなった時に汚水まみれにならないように、ここも封印の儀を執り行いましょう。自称巫女の霊夢が汚水封印の儀式を執り行うことになった。
自称じゃないよ交渉だよ、無資格だけど。おい。湧き水が枯れたのでポンプ停止。まあ下に流れちまったらそうなるわな。こりゃ今後の水汲み計画もちゃんと考えなきゃだ。そして換気終了間際についに近所の池が陥落。ああこりゃ作物に被害出るかも。カッサカサやで。からのいのー、ちの水。なかなか染み出てこねえ。早くしてよ。作物全滅したら面倒なことになるよ。ビーバーたちがいやいやベリーをかじる姿が見えてきそうだ。ああ水生農家さんがダッシュで植え直してる。候補根は全滅しちゃったみたいだね。なーむ。糸かなし。だー、じゃがいももあと 0.3 日で枯れちゃう。ところだったけどこっちはなんとかギリセーフ。ノーマル難易度で助かったハードで初見だったらこの辺で滅んでたかもしれん。では寒気が終わり湧き水が復活して町に川ができたのを確認しつつ今回はここまで。最後にちょろっと町の様子を見て回って締めましょ。ただいま4棟目を建設中の天文台、とベリーを見つめる仕事をしてる建設作業員。はよ天文台の建設に、行け。動力の心配もなく軽快に作業できる爆薬工場。地熱エンジンは丸太と板だけで作れるしほんとすごい発明だぜ。封印処理を施した汚水ドレーン。だが未だ汚水機を経験していないので、これがどうなるかは未だ未知数。ミスってたら笑って許して。おい。封印汚水ドレーン2。こっちはコアの爆破もあったけど無事に済んでよかったぜ。そういやここの汚水の湧き水工事も終わってたみたいだね。少しずつだが町周辺の安全が確保できてきたぜ。ではこんなところで今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。私のやる気スイッチです。微妙な判断ミスで最初の汚水の湧き水の被害こそ防げなかったが、着実に汚水の封印を進めたレイム。汚水機の備えは進んでいるが、いざ来た時に果たしてビーバーたちはこの危機を乗り越えることができるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。エンバーボーン。来るべき汚水期に備え着実に対策工事をしつつも地道に街を発展させてゆく我らがビーバー。ダイナマイトで掘削して灌漑工事で川も完成。さあ水は手に入れた。さらなる繁栄を手に入れるのだまずは蒸気エンジンの台頭で出番のなくなったこやつを撤去。さらば回し車、素材に戻って生まれ変われ。空いた隙間に工場追加ット。前回の寒気では池の水が枯れて結構貯水を追い詰められたので、ここらで大きいポンプを導入したいね。だがそれ加工された板が必要。取りま立てる場所くらいは用意しましょ。こんな感じでおなしゃーす。せき止めることで水深を深くし長期の寒気に耐えれるように工事。ピンチの時用にここにもポンプを建設。ビーバーカッサカサはかわいそう。事前に対策しとかないとな。でポンプを建設指示しててふと気づく。ここの謎の穴水来てるじゃんと。おおこの穴地下で通じてたのな。ここの方が低い位置にあるから、大きなポンプ使うのにちょうど良さそう。家からも近いから便利そうだ。さて大きなポンプ建設のためにも加工した板の製造を始めますか。歯車製造場どけて木材加工所に建て替え。板と松ヤニを使うからここが効率良さそう。松ヤニは天文台作った時の在庫がすでにあるぜ。ワンダー建設には加工した板が大量に必要。地下貯蔵庫もアンロックしてたくさん保管するのだ。平置きの貯蔵庫の5倍の収納力。でもその分建材がたくさん必要で序盤は建てるか迷うやつ。フォークテール固有の強い施設。こら前回指示した汚水ドレーン封印工事、全然進んでないじゃないか。いやそれ道途中で途切れてんじゃねえか。失敬。ほんとこのビーバー脳は。おっとパラボラアンテナあった場所の子は、もうすぐ爆発するみたいだね。残置物は回収済みで問題なし。さあビーバーよ、キリキリ働けー。川にダムを作る、やっとビーバーらしい仕事ができたな。定時後に建設現場に向かうものありけり。サービス残業で汚水ドレーン封印完了。ここは封印しなくても街に影響はないけど、これで綺麗な湧き水を維持できるね。あとは実際に汚水機を体験して、どうなるかを試すだけだぜ。念のために未封印のドレーンの場所を確認中。ここまでは汚水の水位が上がる可能性があるが、この渓谷に流れる感じになりそうだ。てかここにあるコアもいずれ爆発して、汚水の湧き水で汚水の川になるのが確定っぽいね。川がなくて使えなかった水車も、これ使えば動かせそう。地熱の方が楽。まあそりゃそうだな。ここのドレーンは上から溢れるのかと一瞬焦ったんだけど、下にトンネルがあったよ。このトンネルの先は汚水川で何もしなくても大丈夫だった。
ははは、汚水器よ、いつでもかかってこい。調子こいております。汚水の対策は OK、高い位置の湧き水を流れるように考えするだけで、もう緑地化も簡単にできそう。でもちと遠いな。ワンダー完成してからやりましょ。だな。そしてビーバー待望のダムが完成。もう水に困ることもあるまい。所詮はノーマル難易度、幾度となくハードで戦ってきた私には楽勝でございますわ。気分は有頂天。さて南側への移動が遠回りなので、掘削して行き来をしやすく整備しましょ。しれっと爆薬も63個ある、それなりの範囲が工事できそうだ。ワンダーこと地球再生機開放まであと科学ポイント4000程度。まあアンロックしたとて建材がエグいぞ。歯車2000、加工板2000、金属ブロック1500。これトントン作業も時間かかるんだよね。てなわけで地道に工場を改修して、少しずつでも建材を作っていきましょ。かなり発達した街で建造した時は10日ぐらいだったけど、序盤の街の製造力じゃ何サイクルかかることやら。歯車工場増地行く。今回はシャフト埋没工事とかせんのな。そんな余裕あるわけないよ。だよな。でも家関連は開放研究ポイントも少ないし、アンロックしよっと。余裕がないと言いつつ無駄なこともしちゃうのがうちのレイムさんだ。屋根もついてちょびっとおしゃれ。汚水を封印しワンダー開放も目処が立って、心にゆとりができたな。パラボラアンテナ跡地のコアが爆発するぞー。全員退避用し。綺麗な花火。製品版は普通に花火あるぞ。そりゃいつか打ち上げてみたいね。そしてついに来た、汚水機警告だー。さあ今までやった対策が正解だったか、答え合わせをする時が来たぜ。まあまだ時間あるし、前にコア爆破で漏れ出したここの汚水の封鎖でもやって待ちましょ。それ影響はないが下に川流れてるから気持ち悪いんだよな。近道工事ハッパー。一撃では足りない、はよダブルダイナマイトが欲しいぜ。今はワンダーが優先、大爆破は当分我慢。ちまちま爆破で丘を削る。加工した板大量生産に移行した際に、原料の松ヤニが不足すると嫌なので大きな倉庫建設。最低でも松ヤニも2000必要。汚水機が来たぞー。大予想通りドレーンから大量の汚水が流れ込んで、汚水の川ができたぜ。さあ対策した部分はどうなった？よっしゃー、堤防タイプも足場タイプも、しっかりドレーン封印できてる。これは圧倒的勝利、やっべえ、普通の湧き水も汚水出てきとるやないかーい。おいおいおいどうすんだよこれ、完全に想定外だぞ。もう、汚水出るならちゃんと汚水出るって書いといてよ。完全にやらかしちまったがまだ救いはあるぞ。今回の汚水機はたった1日だけだ。ノーマル難易度で助かった。いつもみたいにハードでやってたら第一部間だったな。てかこのマップハードだと最短で3サイクル以内にドレーン封印と湧き水の対策って、緻密な計画立てていてもきつそう。鳥まこの汚水は下に流せば明日には回復できるかな？逃げてー、水星のウカさーん。汚水を浴びたら病気になる。当分この池は使用禁止だ。こっちの非常時用ポンプの担当も逃げてー。今が非常時だ。ポンプのテスト稼働なんてしてる場合じゃねえ。ああ汚水を排水するのにこの天然のダムが邪魔だ。もう汚水が迫ってきてるぞ。未来のためにここだけはなんとか処理を。最後にドレーン封印した湧き水、ここだけ汚染されてない？ああもともと水でいっぱいだったから水圧で汚水が出てこないのか。なるほど。ということはここのポンプを止めておけば、汚水で水位が上がればそれ以上汚染濃度は上がらないね。でもここは排水先がねえから、汚染濃度を下げるのに難儀しそうだ。換気には乾くかな？念のため水不足に備えて遠く離れた、被害の少ないこの池にポンプを建設。遠い。背後まで汚水が来てるぞー。大喜利セーフで天然ダムの解体成功。危ないから一旦ここの階段は崩しとくよ。完成したばかりだけどやむなし。堤防を崩して汚水を排水だ。湧き水の汚水機対策が完成したらまた作り直しましょ。すまんなビーバー、またやり直しだ。綺麗な川を作ったつもりが、まさか汚水の排水に使うことになろうとは。完全に湧き水が汚水になるの抜け落ちてたぜ。病気のビーバーこそ出なかったものの、今後やらかす可能性もあるので治療用に薬工房をアンロック。濃度 5% の汚水を浴びると病気になる。いのー、ちの水。少しやられちまったが緑が復活。我々は汚水機を生き残ったぞー。病気のビーバーも出さず生存したことを爆破でお祝い。よし汚水が流れ切ったところで湧き水の汚水機対策を施すぞ。怪我覚悟の上、トゲの除去を行うのだー。そして湧き水周りに水門を建設し、汚水機はせき止め水圧で汚水をとどめるぞ。
通常時は水門を開けておいて、汚水器は水門を閉める作戦。非常に危険な作業だから怪我に注意だよ。めっちゃトゲトゲしてるこの物体の除去で、最終的に4匹のビーバーが怪我を負うことになった。最後のコアが動き出したよ。爆破範囲最大のやつだ。これで永続的に汚水側に汚水が流れることになるね。汚水器の水門の開け閉めの自動化の第一歩としてレバーをアンロックして設置。自動化なのに手動スイッチを選んじゃうアナログ思考。いや資材これ板と歯車だけだったんで。ただのドケチであった。トゲの除去作業、大義であったぞ。怪我したビーバーを慰問する、心根は優しいレイムさん。こっちの子は足の裏やっちゃったか。トゲ踏んじゃったか、これはかわいそうだな。お大事に。そんなビーバーたちの頑張りで、湧き水の汚水器対策第1号が完成。でも汚水器が伸びたら蒸発した分は汚水になるので、完璧な対策とは言えない。レバーの名称が変えれたので、汚水パイセンシャットダウンと命名。普通に汚水器レバーでいいだろ。なんかやだ。信号接続確認用を押し、テスト開始。水門の一元化、これ地味に使い勝手良さそうだ。水位上昇を確認、これで汚水器が乗り切れる。他の自動化も余裕ができたら試してみようぜ。あいよ。さて排水のために壊しちゃった堤防を作り直さなきゃ、三重水門にして今度は排水もできるようにしましょ。しかしここをせき止めたとて別の場所が漏れているが、そんなことには気づいていないレイムであった。そうなの？もうお気づきの方もいらっしゃることでしょう。ワンダー解放の研究ポイントが溜まったぞー。4連天文台の担当者さん、研究ご苦労様でした。あとは建材作って建てるだけ。今更ながら南への近道完成。湧き水工事前に先にこっちやっとけよ。忘れてた。ほんとこのビーバー脳は。でこちらもサクッと一箇所爆破。ここで何をするんだ？前に植えた松を松屋に採取に再利用します。なーる。ワンダー解放でも気兼ねなく研究ポイントが使える、大きなタンクをアンロックだー。中型飛び越して一気に大型とは贅沢だな。これ一つで1週間くらい耐えれるね。大きなポンプも隣に建設予定。これが完成すれば100匹超えても楽勝だぜ。ビーバー増えてきたので運搬方法もちょびっと改善。原料採取担当が近くの倉庫へ納品し、運搬員が実際に使う工場近くまで運ぶ。大量生産には大量の丸太も必要。天然林を刈り尽くせー。効率悪くてもビーバーの数でゴリ押し遠くまで伐採しに行くスタイル。コア爆破3日前のカウントダウンが開始したところでここの階段沈むのもったいないと気づくの巻。おい。急いで瓦礫を回収せよ。板31枚は地味にもったいない。距離こそ遠かったけど翌日片付きました。これで下に降りられないから、事故でビーバーが通って病気になる心配も減るぜ。ワンダー建設予定地が準備できたので建設を始めるぞー。サイクル7でワンダー建設開始、初の試みだからうまくいくか楽しみだぜ。いかんせん必要資材が多いから、この序盤でどこまでやれるかが勝負だね。汚水器の対策ミスあったし意外と際どいかもしれん。地下貯蔵庫に加工された板大量保管を考えてたけど、そもそも現場に運ぶから倉庫いらんじゃんと気づいたのず。おバカ。ほぼ意味ないけど少し底下げ工事。爆薬は丸太を使わないワンダーに影響しない気軽に使える資材であった。最後のコアの爆破が来るぞー。便利に使ってた警告も、これで完全に汚水側になっちまったぜ。ワンダー建設関連が落ち着いたらここの汚水の湧き水も封印しましょ。まあ影響はないから基本放置だな。工場マシマシじゃー。なお動力の需要と供給を見間違え、動力が足りてないのはここだけの話。ビーバーたちの幸福度を上げて作業効率をアップするため、記念碑関連をアンロック。でも喜びの泉だけポイントが12000とやばいので諦め。てか絆の火鉢の建材の板400すらきついよ。結果農夫の像だけ建設して、絆の火鉢の建設は保有となった。てか資材が用意できるなら移動が楽になるジップラインの導入が先だよ。ここは駅を建設するから作物の撤去をお願い。だがこの後撤去依頼したことすら忘れちゃうのがうちのビーバー脳だ。夜中に連打すんな、ご近所迷惑だろ。農夫の像、即日完成でありまーす。細かい上昇値は忘れちゃったけど、ある程度まで上がれば移動や作業が早くなって寿命も伸びるよ。寿命が伸びれば大人が多くなり、働ける期間が伸びて効率が上がるぜ。てなわけでかかしや後方の柱なんかの細かい装飾をアンロックしました。夜中にやるなよミニキーだろ。ごめんちゃい。そして順調に立て直してきたと思ったら、連続の汚水器警告。マジかよ。あ、水たまらないと思ったらここから漏れてたわ。
気づくの、おっせー。うるさいよ。まあこの程度の水門ならお水期前に完成するかな？まあ飲み水で困ることはないだろ。お水期1日半前に余裕の満水。湧き水の汚水対策も完了してるし今度は安心だぜ。てなわけでビーバーマシマシ。ワンダー建設要員を増員だぜ。夜中にこっそり装飾追加。ビーバーの像だけで丸太50本、地味にコストが高い。さあお水期が来るぞ。お水パイセンシャットダウンオーン。名前が出せー。さあパイセン、地元最強の実力を見せつけろー。最大まで上がった水位で、見事汚水をシャットダウン。そしてまた干上がる池。てか大きいポンプあるからここのポンプはもういらん。運ぶの面倒なだけ。植林地が乾いて成長が止まるのがもったいないからここにも水門作りましょ。これも自動化できそうだ。存在忘れてたけどここの堤防も完成してたね。汚水川に合流して見た目いい感じになったな。こっちの川の安全が確保できて、下流をせき止めれば緑地も維持できそうだね。農地や植林ができそうだ。そして見て見ぬふりしてる。これ前回の汚水期に汚染され作業したくても入れない金属の池。水門立てるにも高骨引っこ抜く作業もあるし、ほんとどうしよう。せめて高骨がなければ、空中からぶん投げ工法で工事できたんだけどな。換気で乾くのを待つのも手だけど待ってらんねえ。汚水ポンプを設置して組み出して汚染濃度を下げるぞ。出して待つより動いて対処。これが吉と出るか京と出るか。いのー、ちの水。少々汚水混じりだが希釈され、直ちに影響のない安全な水が返ってきた。では近所の池自動水汲みポンプで強引に汚水だけ排水できないかと悩みつつ、やっぱ高骨が邪魔でどうにもならねえ、とサジを投げたところで今回はここまで。おい。面白かった。続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。私のやる気スイッチです。がっつり湧き水の使用を見誤り大惨事となったが問題を残しつつも絶滅の危機は脱することに成功したレイム。ワンダー建設は開始されたが膨大な建材が必要。果たして目標の実績15サイクルで完成できるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。エンバーボーン。準備万端で汚水期を迎え撃ったつもりががっつり見落としをして滅びかけた我らがビーバー。だが汚水期を乗り切る方法を模索し一応の対策が成功。でも近所の池は汚染されたまま、危ないから近づくなよー。汚水濃度を下げるぞ。汚水ポンプの建設を急げー。湧き水に汚水期対策をしなきゃだが、このままじゃ危険で池に入れないぜ。畑の3分の1くらいも枯れてる。このままだと食料もやばいことになりそう。やっべ動力供給量と需要逆に見間違えてて、全然足りとらんかったわ。ちょうど丸太の在庫も少なくなってる。一部工場停止だな。効率悪そうだったら一部天文台も止めるよ。飢饉が起きるかもしれないのにビーバー増やしてる場合じゃねえ。立ち退きだー。ジョネルの禁止。空き家に強制引っ越しじゃ。南の池の周りの緑地は汚染対策済み。こっちにも農場を建設して食料を確保だ。大半を植林に使っちまってるがある程度は確保できそうだな。汚水濃度の関係でマスも成長してないねー。てか樹液の採取はもういいか。南でも取ってるし在庫も十分だ。設計ミスってた堤防の修正をしたいけど真ん中の水門が邪魔。壊すと水が漏れるからタイミングが大事。6マスの吊り橋をアンローク、北東のマップ端っこのベリーを集めるのだ。不人気食品ベリーの在庫が減ってる。ビーバーたちもだいぶ追い詰められてるようだな。ベリー以外にも湧き水に地熱地帯、多くも生えてるから伐採もできるね。地と遠いがそれに見合うリターンがあるぜ。汚水ポンプでの浄化作業が始まったけど汚染濃度がわからない。濃度がわかる水位計をアンロック。病気にならない 5% 以下であることを祈りながら水流計を設置した。しかしそんな祈りが届くこともなく、非常にも指し示す値は汚染濃度 10%。ああ、11% に上がったぞ。ポンプで吸ってるから濃い部分が流れてきたかな？もうアンダー建設に注力したいのに、汚水ポンプ増築してさっさと問題解決するよ。汚水ポンプ増設、これで浄化速度が2倍だぜ。6マス突出部をアンローク、突出部は上に建物建てられて便利。北東の熱源もエンジン建設開始だぜ。天文台までシャフトの接続よろ。汚染濃度がじわじわ下がってきております。この調子なら2、3日で汚染濃度 5% 切るかな？少しビーバー増えたのでとりあえず無色を自動的に運搬員にできるように拠点を増し増し。好きあらばチョメル、これがフォークテールの生き様。正面から見た時に街に被って撮影しにくいので、この丘は爆破じゃー。
爆破理由が雑。緑地化して農地にでもしようかな。汚水期明け9日、やっと汚水濃度が 5% を切ったぞー。これで水生農家さんが再開できるぜ。食料も結構ギリだから急いで収穫よろ。気が寸前まで食べたくない不人気食品ベリーもかなり減ってるぜ。さあ次の汚水期に備えてここの湧き水も対策工事を行うぞー。まずは邪魔な候骨の撤去からだ。でその周りに水門方式。でもこれ汚水期の間に中心の水が乾いて、水位が下がると中心が汚染されんだよな。一応自動化でなんとかできそうな構造は考えてあるけど今はワンダーが優先。さいですか。近所の池、簡易汚水期対策完了。トリマこれで一安心だぜ。汚染パイセンシャットダウンボタンを有用してここも一元カット。これもそのうち完全自動化したいな。北東の地熱エンジンが完成したどー。400馬力ゲット。これで歯車工場も再開できるぜ。さあワンダー建設のためにキリキリ働けー。現在進捗10分の1くらいか？資材も全然足りないし地道な戦いになりそうだな。ちょびっと葉っぱこんなところ削って何すんだ？フォークテール固有施設、栽培促進ができる蜂の巣の建設で使う紙を作るため、ここに製紙工場を建てるよ。開けた穴はシャフト通すようか。ビーバーが蜂に刺されるとブサイクな顔になっちゃうけど、生産量がかなり増えるから農家さんには頑張ってもらいましょ。だな。東南のマップ端っこの池も汚水期対策工事をするぞー。ってやっぱやめたー。なんだよ情緒不安定かよ。見た目からしてヤバそうな色してるよ。これは確かに汚染濃度高そうな気がするな。水流計を設置して安全が確認できてからにしましょ。安全第一。おっと汚水期警告だ。まさかの3連続汚水期かよ。汚水期って換気より短いイメージ、日数が少ない分ワンダー建設の日数減るから地味に困る。ここの濃度 5% だったか。工事中断しなくてもよかったな。まあ急ぎ必要なもんじゃないし安全な時にのんびりやるよ。そんなところよりも先にこっちの水門が優先。汚水排水で天然ダム壊したから再建するぞー。まあ大きなタンクあるから、1週間くらいなら組めなくても平気だけどな。近所の池の除染作業がほぼ完了。汚水期明け15日、結構時間がかかったぜ。では汚水ポンプ、お疲れ様でしたー。町のピンチを救ってくれたヒーローたちに感謝。ポンプの撤去後には放水場をアンロックして設置。長期の換気などでここが乾くと候骨や畑が枯れちゃうからね。水深センサーも設置して、これで放水も調整だぜ。そして汚水ポンプ壊してから気づく、中心に汚水溜まる、ここ池だから濃度自然に下がらないと。安定のくるみサイズのビーバーのもう一度汚水ポンプ作るかとも思ったんだけど毎回除染するのはさすがに面倒。せめて汚水を排水する機構が欲しいぜ。てなわけで大きなポンプのある場所へ水路を作って、水を流せるようにするぞー。ここなら汚水期明けに下のダムに貯水するのにも使えて便利だな。汚水期まであと 0.4 日、汚水パイセンシャットダウンボタンをオン。水位がみるみる上がり汚水期モードに移行。こっちの水門も連動 OK。微妙に畑が枯れる雑仕事。で放水場とセンサーが完成したので不統合の設定中。これなら測定値は基準値より大きいなのでオン状態。水位が低くなったらオンにしたいなら、不統合を小さいに設定だな。センサーのランプが消えて放水場もオフ状態。これで OK だね。続いてレシピの切り替えが面倒だったのでグリル屋さんを1軒追加。おっと汚水期が始まったようだ。今回は4日間、少し伸びたけどまあ何の問題もないかな。食料の備蓄がちと怪しいが、生産は継続してるしなんとかなりそうだ。ビーバー増えた時に備えて、もう少し食料備蓄強化した方が良さそうだね。ワンダー建設を急ぎたいがここは急がば回れだな。紙の保管場所がなかったのでホイットな。そこはジップラインの駅を建てる予定で整地してたのに、忘れている悲しきビーバー脳であった。てか保管できないなら使っちまおう。これで蜂の巣の効果範囲の作物の成長が促進されるぜ。少し作付け面積減るけど候補根栽培も植え付けと収穫担当を別にしましょ。収穫したら即植えるスタイル、まあ効果があるかは微妙な感じ。残り300くらいまで追い詰められてた食料がやっと落ち着いてきました。グリルドポテトの在庫も増えてきてる。これで不人気食品ベリーを食わずに済むぜ。では水食料ともに余裕ができた。この丘の上に新しい家を建てるぞー。時は来た。今回は贅沢に加工板も使って螺旋階段を採用。家もシングルダブルトリプルを混ぜてる。今までより豪華な感じになりそうだ。こんな感じになりそうろー。記念碑一つ満足に建てれない状況なのに無駄に立派なの建てちゃうのがうちのレイムさんだ。ワンダーまで節約して我慢したかったけど無理でした。
建材作りつつ地道に建てろ。このままだと屋根部分が工事できないので足場を設置。あとこの辺装飾と。そういやビーバーが建設可能なのは上一マスまでだったな。いのー、ちの水。水門開門、多少汚水混じりになったが希釈されてほぼ無害になった模様。汚水器焼け、記念の葉っぱ大型ポンプ下が真っ赤になってるぞ。汲み上げる時に汚水を引き寄せちゃってたみたいだけど、これもついでに川に流せるね。予期せぬ副次効果。ただ池の水の水位が低くなりすぎると放水が自動でされちゃうので、ここには水門を設置。湧き水が止まらない程度の水位で調整だ。5% だったこの池の汚染濃度、19% まで上がってる。こりゃ無理にでも工事した方が良かったかもだ。シャフトをちょいいじって、爆薬工場で使う汚水を保管するタンクの位置を移設します。細かい調整入りまーす。除染作業で使ってた土地が空いたのでタンポポ植えましょ。病気のビーバーを治すお薬の原料。でタンクの移設が終わったので、ここを足場で高さを合わせて平らにするぞー。地味に邪魔な穴を埋める。そして平らになったら工場を、建てましここも立派な工業区って感じになってきたぜ。工場増えるのはいいけど今度は丸太がねえ。消える天然林。こっちの奥ももうすぐ品切れ。夜中にやるなよミニキーだろ。ほんと学習しねえやつだな。舌打ちすな。そんなわけで紅葉区裏の奥も伐採じゃあ。自然を愛するフォークテール。だが彼らの通った後は枯れ木一つ残らない。いつか緑地化するから、フォークテール、彼らは地球の再生者。品切れ寸前北東の奥の隣にも枯れ木があるので回収しましょ。この世界が丸ハゲになる日は近い。工場裏、4日で消滅。あの手この手で頑張っているが丸太不足は止められそうにないのであった。丸太がないなら植林すればいいじゃない。川から流れる水をせき止めて、植林用の広範囲の緑地を確保だ。ハードでやったら干からびそうだけど、ノーマル難易度ならなんとかなるっしょ。木は水が切れてもすぐには枯れないから大丈夫だ。だが木が育つ前に丸太がなくなるのは必至。さらなる遠方へ丸太狩りじゃあ。丸太を得るために大量の丸太を使うのず。これは未来への投資であります。家の完成が近づきビーバーも100匹超え、とりあえず運搬員の拠点。ただ飯ぐらいは許さんという無言の訴え。未だ病気のビーバーは出してないけど薬工房を建設。紙タンポポベリーで薬を生成する。ただいまのワンダー進捗状態はこんな感じ。現在 8%、目標の15サイクルワンダー、ちょっと怪しい雰囲気である。建設作業員増員。だが問題は建材の方である。さてビーバーの像が完成すれば家が完成って、はいそこの屋根建設途中です。そんな。畜生。なお中の人は昨日観葉植物の植え替えをして、移動の際に盛大にひっくり返して土と水をぶちまけたうっかり屋です。糸かなし。植林用に整備してる川に塞げてない部分があったのでこちらも水門設置。おっと次は寒気が来るようだ。ワンダー建設猶予が伸びてほしいから、長い干ばつが来てくれても全然 OK。だな。大下り遠征で敷いた道を利用して、こちらにある熱源2つも地熱エンジンを乗せるぞー。動力を増強して工業生産量をアップだぜ。増えたビーバーを工場へ送り込む準備。こら未来の労働者、危ないから高いところ登っちゃダメよ。そして小ビーバーと入れ替わり大人ビーバー登場。やり直した家の工事もこれにて完工であります。お疲れ様でした。こんな感じになりそうろー。ワンダー建設で忙しいのに無駄に建材使った家が完成。幸福度で建築速度とか上がるし福利厚生も大事であります。そろそろ幸福度もブーストしてきたいな。それでは新築共同住宅完成を祝い、ハッパー。撮影時に街と被って邪魔と言われた丘を吹っ飛ばせ。さあ爆発の煙が収まった先には、微妙に低くなった丘。一応街も見えるんだけどやっぱこの丘邪魔だわ。だな。建設作業員、マシ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 ー。そんなにいらねえだろ。いや無職あり余ってるんで。地熱エンジンの現場あたりのお手伝いでもさせとくか。寒気が来たぞー。今回は8日間とやや長くなったな。水も食料も潤沢、何の問題もないよ。これは負ける気がしないぜ。川の灌漑工事も換気前に間に合った。さあ植林を始めるぞ。この広大な地を緑で埋め尽くすのだー。これが育った時大量生産が始まり、ワンダー完成に大きく近づくのだ。では換気までに灌漑に成功し植林の準備が整ったところで今回はここまで。食料も水も安定してきてよかったねと思っていただけたら、グッドボタン、よろしくお願いいたします。嬉しいです。
汚水器のミスで池が汚染され、窮地に立たされるもなんとか除染し持ち直すことに成功したレイム。だがワンダー完成への道はまだまだ遠い。果たして目標の15サイクルワンダーはできるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。チェンバーボーン。汚染されてしまった近所の池を汚水ポンプを使う力技でなんとか除染することに成功した我らがビーバー。食料危機も回避し新しい集合住宅も完成。さあ増えよビーバー、ワンダー完成目指して頑張るのだー。北東の天然林、若木一本を残して消滅。多くをがっつり伐採したのに残りの丸太はもうわずか。ビーバー人海戦術で遠くの木々も刈り取れ。一本でも多くの丸太を集めるのだ。枯れ木残さず全ての木々を刈る気満々だぜ。景観を損ねてる丘の草さ工事じゃー。何回か繰り返したことでやっと平らになってきたな。でも爆薬在庫がほぼなくなっちゃった。でこちらの平坦化した土地をずるい方法で緑地化するので、突出部を使い測量して緑地の範囲を見定めます。出た、3マスだけの秘境臭い放水場のやつ。自動化の登場で推進センサーもあるから、必要な時だけ放水できるようになってずるさアップだね。水さえあれば食料安定供給できちゃうから、プレイ難易度がぐぐっと下がるぜ。ワンダー建設進捗状態を視察。ビーバーたちがせっせと働いております。でも進捗は 11%、なかなか厳しい戦いだね。さらなる丸太を求め、エンジン建設現場を抜け遠方へのルートを開拓だ。丸太がないと板も作れず当然加工板も歯車も作れない。とにかく今は丸太をかき集めるしかねえぜ。15サイクルワンダーの実績解除のためだ。ビーバー総動員で働くのだ。完成した集合住宅で増えた無職ビーバーたちも働くのだ。ここはスクラップも取れるから解体員の起点も設置と。ワンダー建設にはあと1000くらい鉄が必要。原料のスクラップもたくさん用意しないとだぜ。最初に解体を始めた遺跡は残りもう一つだけ。敵様、サボっておるな。一つの場所を複数式で採取する場合は、範囲内に仕事なしのアイコン出てないのな。はい、レイオフです。でも職場ねえからただの無職だ。お、近所の池の放水場、自動で放水が始まってるね。推進センサーが反応して無駄なく放水するシステム、初の試みだったがうまく運用できてよかったぜ。コア爆破の時に汚水流入を防いだ堤防、もう必要ないから解体して丸太にして使え。堤防は丸太の塊みたいなもん。細かいけどこれもワンダー建設の一助になるな。ほわ？なんか意味わからんけど、製材所にはまって植えて疲弊してるビーバーがいるんだけど、これは今までに見たことないパターンだな。状況がよくわからないけど解体して救助できるかな？瓦礫の中で寝とる。こらを金彩。ものすごい勢いで動き出した。珍しいバグっぽい気がするけど、アイコンしか警告出ないから見落とすとお亡くなり案件で危ないね。だな。いのー、ちの水。除水も残ってるし、換気だったことを感じさせないレベルの楽勝だったぜ。ふふ、光を散らして輝く水面、これが私の治水技術の高さの証よ。それなのに貯水がゼロになって、喉の渇きアイコンで溢れるのがお前の技術力だぜ。やっべ大きなポンプの下に水が来てない。安定のやらかし。水門緊急開放。下の大穴の部分のトンネルの段差、微妙に扱いにくかった模様。水があるから大惨事にはならないけど、これもそのうちまともなのに作り直した方がいいね。現状やっつけ仕事状態。とりあえずうっかり防止用に推進センサーで水門開放自動にしときましょ。簡易的な対策としても使えるし、推進センサーはほんと便利なアイテムだぜ。ずる水センサー。お、秘境臭い放水場完成したのな。まあセンサーつけずとも水の蒸発で数日ごとにほぼ起動するだろうけどね。運搬員の服用になりそう。丸太不足を補うため、南の池のさらに奥の場所も植林を開始。そこまだ湧き水の薄い対策できてないぞ。汚水濃度が上がったら枯れるね。ビーバーよ怪我を恐れるな。トゲを撤去し水門で簡易対策を行うのだ。怪我しても今は無職がいる。有給取ってゆっくり休んでくれ。マップ北西端っこまで伐採遠征隊が進行。パラボラアンテナあった場所とは随分遠くまで来たな。マラクの東南の湧き水の汚染濃度が下がったので、こちらも簡易汚水器対策を開始。工夫すればここも有益に使えそう。地道に建設してた地熱エンジンに、最後のシャフトが繋がったぞー。2機増設で800馬力ゲットだぜ。これでもう少し工場動かせるね。川周辺に植えた松が成長。さあ伐採して工場へ運び込めー。多くが成長するまでこれでしのげるといいな。
すでに若干過剰気味だけど、ここも平坦化して植林しましょ。別に平坦化しなくても植林できるだろ。なんかいや、まあ川の水位下がった時緑地範囲狭くなるし、悪いことではないよ。細かい。東南湧き水の汚水対策が完了。これで完璧ではないが安全に池が使えるようになったぜ。てなわけで植林地増しまーし。まだ植林すんのかよ。15サイクルワンダーは目標であってゴールではない。その先には繁栄のための大規模建設が待ってるからね。未来への投資。簡易対策の水門だと少しずつ汚水濃度が上がっちゃうので、汚水器明けに水を循環できるように少し水路ほっときましょ。水門も作って貯水量も微増。工場フル稼働で現在の動力状況はエンジン6つで2400、風車もあるしもう少し工場増やす頃合いだね。ワンダー建設は加工板が不足気味な模様。てなわけで工業区画長、道をまたぐようにシャフトを上に通すのだやっぱやめたー。今日もレイムさんは情緒不安定。いや別の方法思いついただけだよ。製材所一旦壊して、垂直シャフト入れて天然地形を利用すればうまくシャフトの地中化ができるよ。左側に拡張する際もこの地中のシャフト使える、あつらえたように使いやすい地形だ。鳥間木材加工所3軒と製錬所2軒増地く。どれを稼働させるかは原料の在庫や需要を見極めて手動で切り替えだな。こういうのも自動化できるんだろうけど、朝一で交代とか細かい指示したいから地味に自動化できぬ。この辺は好みが分かれそうだな。マルタ不合に、私なる追加の植林地が整備できたな。ワンダー終わったら立体植林場も作りたいね。だな。現状丸太は加工しまくって歯車と加工板の原料となる板の在庫は1000。あとは松ヤニとスクラップを追加で500くらい、用意できればワンダー建造の原料は揃いそうだね。松ヤニは成長に数日必要だからそこだけ注意だな。夜空の星を眺めチルタイム。製品版になって星空とかこっそり綺麗になったよな。水面とかの反射も前より綺麗になってるよね。当チャンネルは 4K で撮影しております。美しいビーバーたちの世界をお楽しみください。データ量が大きくなりすぎてこの前のネッツの総集編アップできなかったよ。YouTube アップ可能の最大値は256ギガ。エンコード一晩かかったのに糸かなし。伐採遠征隊の進捗はついに南西の端っこに到達。このマップ最後の天然林。松の部分は松屋に採取に使った方がいいかな。延長したエンジン近くの水源も簡易汚水器対策を実施。排水はできないから汚水濃度に注意。次の汚水期まであと 1.5 日、今日は残業して一気に作り上げるのだ水門だけだしすぐできるかな。翌日。お前ら一体昨日何してたんだ？全く作業進んでないじゃないか。親方怒りの24時間労働命令。作業優先度も最優先だ。今日は終わるまで帰らせんぞ。なおここの水は特に使う予定はありません。別の工事したくなった時に汚れてたら嫌なの。よっしゃー、ギリッギリで間に合ったやればできるじゃないの。お腹をペコペコにしながらも最後の力を振り絞りなんとか対策を終えたビーバーに感謝。お通気が来たぞー。期間は4日間、簡易対策は終わってるから楽勝だぜ。皆の者残業ご苦労様16時間労働に戻し、いやワンダー建設に注力するぞ、18時間だ。滅んだ人間たちの2倍くらい働くビーバー。しかし愛らしいビーバーたちに辛い思いさせるのは不本意。シャワーをアンロックして福利厚生アップを目指すぞ。これでしっとりしたビーバーになるぜ。あ、やっぱシャワーはこっちの方にしよう。近所の池は放水してるから水位が安定してるんだよね。じゃ向こうはあれだな。そうです、こちらの川辺の保養地です。7匹同時に使用できて水位維持されるここが最適だ。って木が邪魔で立てれねえじゃねえか。撤去して立てまっしゅ。微妙に忘れてたズル放水場の農場を建設。ノーマル難易度だと強すぎで自重したいシステムだけど、このマップ地味にむずいから仕方ねえか。適当に人参とひまわりでも育てさせましょ。それなりに食料も安定してきてる。もう少しビーバー増やしても大丈夫そうだな。目指せ実績解除の500ビーバー。ズル農場拡張のためにダイナマイトを設置。景観の邪魔なこの丘も、あと少しで消えてくれそうだな。おっとうっかり、蜂の巣忘れてた。農家以外が蜂に刺されないように、道を避けて設置するのが心優しいビバリスト。蜂刺されくらい我慢しろ、唾でもつけとけ。おい。邪魔だった候補根も少し抜いて、やっと小坂川辺の保養地の建設も開始。ワンダーの建設現場を視察。少し形ができてきたぜ。進捗も 37% まで到達だ。加工された板があと1500枚か。鉄ブロックもあと300程度だが製造に使うスクラップが足りてないぜ。そこは採取と運搬で微調整だね。だな。
汚水川、大した被害じゃないけど微妙に汚染でやられちゃってるね。対策自体は簡単だが今は丸太の在庫がねえ。まあしばし放置でいいや。はっぱー。ダイナマイトの設置指示をしたのに、そのまま爆破を忘れてたのず。ここの水が必要になるくらい追い詰められる状況にはそうそうならんでしょ。適度に排水されて汚水濃度が上がったままにならないならそれで十分な場所。夜中に水浴びを楽しむビーバー。蜂刺されで顔がパンパンに膨れたビーバーがおるぞ。背中にハンマー持ってるから建設作業員かな？移動中にやられたか。いのちの水。命の水が汚水器の終了をお伝えいたしました。少し汚染されるのが気になるけど、まあ鳥間無事に生還であります。もはや汚水器も恐るるに足らずだぜ。では汚水器も終わったところで少し街の様子を見て回って締めましょ。ここはズルっぽい放水場の農地。強すぎてズルっぽく感じるけどこれが正しい使い方なはず？まあワンダー終わってからがっつり緑地化すればいいさ。だね。川の植林場の木々が育つのをまだかまだかと待ちわびる木こりのビーバー。やる気に満ち溢れた瞳をしております。多くが育ったら忙しくなるからそれまでゆっくりしてて。こちらは南の開拓地奥の植林場。おいなんか汚染されてる場所あるぞ。ここ汚水川に繋がっております。汚水川を制すれば普通の川にできそうだ。今回接続完了した地熱エンジン。前回建設した集合住宅がちらっと見える。結構な距離離れてたのが見てわかるな。現在もスクラップ運んだりと長距離移動しております。そろそろジップライン設置してやれよ。鉄がねえんだわ。では増築した工業区とワンダー建設現場を見ながら今回はここまで。前回コメント欄でハイプしてくれた方ありがとうございます。YouTuber なのにハイプの存在を知りませんでした。おい。自分で自分をハイプしました。ハイプはうちみたいな小規模チャンネルを視聴者さんが直接応援できる機能。スマホなんかだとグッドボタン横とかスワイプしないと出てこなかったり地味にわかりにくいところにあるぜ。応援してもいいよって方は、ハイプグッドボタンよろしくお願いいたします。泣いて喜びます。続きが気になる方はチャンネル登録もおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。ジェンバーボーン。秘境臭いズル放水場を使い食料供給を安定させワンダー建設に勤しんでいる我らがビーバー。必要な建材を増産するために工業区も増築。さあ工場をフル稼働してワンダーを完成させるのだ。さあ現在のワンダーの進捗状況はいかがなものかな？進捗こそ 41% まで到達したが、歯車と加工板に鉄、全部足りてないみたいだな。原料となるただの板は在庫あるから加工待ち、鉄はスクラップがもう少しいるね。製材所を止めて木材加工場フル稼働、歯車もじゃんじゃん作れー。細かい生産調整で労働者と動力を調整、オートメーション時代でも安定のアナログ親方だぜ。で加工板に使う松ヤニがあと1400ほどなんだけど、現状約900で結構足りてない。この遠い天然林の松ヤニを採取しに行くべきか。前に丸太用に植えた松を有用した、松ヤニ採取場もあるからこれだけでも良さそうな気もするぜ。まあ足りなかったら泣くから採取行きましょ。さいですか。でもその前に手前の植林場にも樹液取りの小屋を増地行く。松ヤニが出たら即時回収する勢いで取ってくれ。そして最果ての地でも樹液取りっと。長年放置されてる天然松ヤニがたっぷりついてるぜ。あとこの前の干ばつの時にこの天然ダムが邪魔で下に水流れてなかったから撤去よろしく。貯水は未だ適当状態。お前、ひっまそうやなお前が収穫優先用と作付け用で2軒建てたからだろ。はいワンオペ2件に削減です。ああ仲良しだったかもしれないのに、次の職場で再会できるかな？そういや鉄の原料のスクラップも足りてなかったね。こうして地道にワンダーの建材集めに奔走した。このマップ最後の地熱地帯、これもエンジンにして工場を拡張した方がいい？遠い。エンジン建設にも建材使う、シャフト工事も工数かかるからこれはまた今度ね。このビーバー界の極潰しが薬工房で作った薬を保管する場所がないようだ。自動化でカウントして自動オフにするか？薬なんて100個もあれば十分だ。こんなん手動オフだよ。自動化をめんどくさがるアナログ親方2。そろそろ本腰入れてワンダー建設に注力だ。優先度アップ。明日からは材料でき次第作業頼むぜ。日付が変わらんとする時刻。一匹のビーバーありけり。マップ端っこの採取場の工事か。遠すぎて意図せず徹夜になっちまってすまんな。朝だぞ起きろー。やめてあげて、徹夜で帰ってきたばかりで寝てる子もいるの。ごめん。でもこれでズル放水場の緑地範囲が使いやすくなったよ。
ここで育ったひまわりはさっきのやつに最初に食べさせてやろう。てなわけでここには人参とひまわりを植えましょ。この上も爆破したら使いやすそうだけどこれは工数かかるからそのうちね。そろそろ小麦でパンとかも欲しいぜ。パンは作るのそれほど難しくないけど、別レシピのメープルペストリーはシロップが今は厳しいね。食べ物よかキャンプファイヤーや屋上テラスも、需要が全然満たせてないぜ。徹夜で遊ぶ暇もなし。そうだった。おっと風光計これも美意識上がるみたい。計測器かと思ってたがこれも効果あるのな。まあやれそうなところから改善で。ではまずビーバーが集まってお話できるアゴラを、立てません。おい。現在結構使うし稼働に生成物が必要だから今は無駄。試作スポットと装飾でお茶を濁しましょ。瞑想しつつ美意識を上げてくれ。追加のキャンプファイヤーを用意しつつ風光計もアンローク。後付けで見た目ダッサいけどここが最高に効果ありそう。風光計、建設コスト低いのに効果範囲広いな。もっと早く導入しときゃよかったぜ。植林場の多くが成長してきたぞー。もうこれで当分丸太に困らないぜ。さあビーバーたちよ丸太にかじりつけ、紅葉区に運び込んで大量生産を始めるのだー。気がついたら科学ポイントが38000もあったので天文台を停止。残り何ポイントで全ての施設がアンロックできるかわからない。めんどくさいから片っ端からアンロック祭りじゃー。一つ一つ説明するのが面倒になった動画実況者の慣れの果て。この HTTP 関連は必要ポイント多いので未開放。てか使用用途はアレピーサ使って水門開いたり花火すればいいのかな？ゆっくり実況でどう使えばいいか難しすぎるアイテムで草。前回南西の自然林が最後の丸太と言ったな。あれは嘘だ。こら嘘つくな。盗難にあったの見落としてました。ごめんちゃい。端っこ松屋2の採取始まってるねー。運ぶのが大変なので、倉庫を用意し運搬員とリレーして運ぶ予定。深夜に力尽き倉庫で倒れるビーバー。体力の限界？硬いスクラップが彼の枕。体めり込んどるやん。前回のバグっぽい挙動もこれの派生かな？でも睡眠アイコンにハテナ、やっぱバグなのか？判断がつかねえなこれ。そして奴を無視して作業を続けるビーバーのシュールさよ。作業についてこれない軟弱者は無視よ。いい加減お気にかー。深夜残業してくれた立派な奴なのにほんとお前は容赦ねえな。てかあんた、腹ペコと水分不足でそのまま永眠しちゃうよ。直射日光にさらされてビーバーがカッサカサになっちまう。おっと目が覚めたみたい。さっさとご飯と給水して仕事に戻ってね。鬼かよ。鉄の必要量が残り100程度になったので、精錬所を破壊して木材加工所に建て替え。松を少しでも多く植えるためにちょろっと葉っぱ。地味に邪魔な出っ張り。夜明け前の解体員の起点。深夜にこんなマップ端っこまで、昨日ぶっ倒れた運搬員もここのスクラップ運んでたのかもな。原料はもう足りてるからここの職場は停止してあげましょ。ジップライン導入後じゃないとこれは辛すぎる。おっと次は寒気が来るみたいだね。そんな過酷な労働に耐えたビーバーたちのおかげで、やっと金属ブロックが揃ったぞー。進捗状況も 63% と 20% ほど上昇。残りの歯車もあと300程度、ネックとなるのは加工板の線のみ、工場増築だー。松屋にも必要数の線ちょうどある。これは目標の15サイクルアンダーの成功が見えてきたぜ。運搬員よ、木材加工所へ優先して資材を運び込むのだ。細かい指示出しで生産性をアップさせた。寒気が来たぞー。今回の干ばつは8日間、少し長くなってきたな。まあ水は潤沢にあるから多分平気でしょ。それよりも毛がビーバーがやばいね。医療ベッドが足りないよ。工場フル稼働で故障者続出。換気の間に汚水器の時溢れた場所に、堤防作ってもらいましょ。植林成功で丸太だ余りだからこの手の作業が好きなだけできるな。丸太富豪と呼びたまへ。だが丸太富豪誕生のその裏では、松屋に採取用の松以外の天然林がひっそり消滅していた。マップの伐採ほぼコンプリートであります。お前ら、繁盛してんなー。優先度低い作業小屋の中だから、適当に暇そうなやつ連れてきた方がいいぞ。天然ダム撤去。からの水だばー。換気にやることじゃねえな。水門完成後一応少し水入れときました。これで汚水器が来ても植林場の被害が少なくなるかな？奥地の植林場も多くが成長してきたので伐採指示。しかしすでに丸太は1400本、ぶっちゃけこれ必要なかったな。そういうこともある。いらんかったといえばこの樹液取りの小屋も大して使われなかったね。建設作業員が徹夜で作ってくれたのに哀れ。
さて汚水川の防壁工事も終わったし、今度は汚水の湧き水の封印作業でもやろうかな。干ばつ終了まであと3日、完成できるかな。トゲ撤去して堤防8つ囲むだけ、まあ無理そうだったら撤退で。寒気明けは汚水が出るから安全にやるなら今のうちだ。北東の池の汚水濃度を下げるための排水工事に気づいたので爆薬設置指示。なお遠いから使う予定なし。で暇してるビーバーを少し天文台に入れといたおかげで、科学ポイントが溜まったので吊り橋などを安路を置く。でかい吊り橋や鉄の足場って地味に科学ポイント必要なんだよな。ああ使わない足場より先に幸福度関連にすりゃよかった。後の祭り干ばつ最終日になったけど、現場遠かったし汚水の湧き水封印工事は終わらずか。はい危ないのでこの現場は今日で閉鎖でーす。いのちの水。命の水が換気8日間終了をお伝えいたしました。ブサオー、今のワンダーの進捗状況はどんな感じ？大歯車も完納、あとは加工板が600枚ってところだな。加工板も前のサイクルから800枚近く生産できてる。このペースならこのサイクルで完成させられるかも。15サイクルワンダーどころか12サイクルワンダーが視野に。ラストスパート行くぞ。おー。今後を見据え、奥地の植林場の湧き水を汚水川にかけ流しできるように溝を掘ります。汚水川再生への一歩を踏み出す。渓谷を通って汚水川の汚水ドレーンの封印の儀を執り行うぞ。ビーバーたちよついて参れ。自称ミコレイムの祭事にビーバーたちが駆り出された。今回の封印術式はハード難易度でも使えそうな足場と堤防のみで構成してみたよ。これなら丸太と板だけで作れるな。序盤でも使えるね。ここは高さがあるので吊り橋をクレーンのように使います。これができるビーバーの仕事。でも横にも投げれるのでこの場合橋は一つで OK。自信満々にミスるのがうちのレイムさんだ。そんなこっちは足場を減らして突出部を使うスタイル。手前の堤防を水門とかにすれば、汚水が欲しい時だけ放出とかもできるぜ。汚水発電にいいかな？で以前汚水機に溢れてた部分の堤防は無事機能した模様。つかそこの汚水の湧き水封印するだけでもよかったかも。工事終わってから言わないでよ。くさー安全確認用紙、ハッパー。からのいのちの水。汚水川の再生が始まる。やっべえ、渓谷に汚水流れるんだったそうそれが汚水川、そこを通り汚水封印の儀を行おうとしていたビーバーたち一行に汚水が襲いかかる。いのちかりとる水。なんてこった4匹も体調不良に。己悪霊め、許さんぞ。お前のミスだろ、悪霊のせいにすんな。結果遠回りしてクレーン工事になりました。手間惜しんで労働災害起こしちまったぜ。水だわー。今度は洪水か、利水いじり始めて血とやらかしが増えてきた。微妙な段差が見極めづらい。ここの段差も寒気明けの注水の遅れに繋がってるので段差を削りましょ。多い時で毛がビーバーが12匹も発生、ベッドが足りないので装飾ついでに追加設置。療養しながらもりもり幸福度を上げてくれ。ああかわいそうに悪霊に取り憑かれたビーバー、ピンクのまだら模様で強制的におしゃれに。好きでもないファンシーな衣装着せられるくらいの苦痛感じてそう。焼き子骨食べてちょっと元気出たかな？薬飲んで早く元気になってくれるといいな。歯の鉄分が過剰になったのか歯がめちゃ黄色くなってる。医師とご相談の上ホワイトニングの施術をご検討ください。薬工房は停止したままだけど、ちゃんと在庫は減ってるからしっかり飲んでるようだね。事前に薬用意しといたから大事にならずよかったぜ。奥地植林場の湧き水の水路、水深 0.8 で湧き水が止まるのでうまいこと調整して放水しようと実験中。製品版になって見た目変わらずだけど、静水弁は貯水バルブに生まれ変わりました。ああこれ下流の水深を検知するやつだから、下が穴だとダダ漏れになるんだった。久々に触る設備に使用をすっかり忘れてしまった、悲しきビーバー脳であった。何回時でも貯水バルブ使いたくなってこんな形に、さらに自動化もなんとかねじ込みたい。自動化ができないアナログ親方、その結果は完成までのお楽しみ。ワンダー建材の作成もほぼ終わり、丸太と板もダダ余りになってきたので走行増地行く。大歯車まで在庫入れる場所がねえ。ワンダー終わったらがっつり色々作れるぜ。一箇所水封印の見落としがあったのでこちらも封印指示。この手の高い場所はこの足場突出部方式が資材少なく済んでいいな。どうしたメニューガチャガチャさせて。旧バージョンにあった汚水の源から直接汚染を組める汚水装置が見当たらなくって、
専用の建造物を使って汚水の源を封鎖する実績があるのになぜと困惑中。なお、後で調べたらアイアンティースの汚水の開閉装置はあったので多分それで解除。がっつり爆薬工場作るつもりだから、小屋整地してポンプの規模も大きくする必要があるね。だな。湧き水の自動放水。ってあわわわわわわ。水深をチェックして湧き水が止まらない水位で貯水バルブを開くだけの仕組みなのに。メカ音痴のアナログ親方。水門で微調整を。てかその水門だけで調整できるから水深計もバルブもいらねえよ。などと貯水バルブの挙動を確認してたら汚水機警告が発令。今やってる封印作業は間に合いそうにないな。まあ問題はないからよし。続いて倉庫整理をしようとしてふと気づく、なんと加工された板の在庫があるじゃない。加工板の在庫があるってことはもしや。よっしゃー、ワンダーの建材が揃ったぞ。あとはトントンするだけだー。建造物もしれっと大きくなったぜ。優先度アップ、最優先でワンダーを完成させるのだー。建設作業員が足りていない、運搬運輸作業を中断して建設現場に向かうのだ。ビーバー総動員でワンダーを仕上げるぞ。丸太かじってる場合じゃないよ、ワンダー手伝って。丸太置く場所ねえからそこ稼働する意味ねえんだわ。ワンダー中央で勇ましくハンマーを振るうブサを。通勤途中に顔を蜂に刺されてもめげない心の持ち主。あ、顔が元に戻った。さあこのままキリッとした面持ちで完成させちまおう。作業するビーバーが一匹また一匹と撤収作業を開始。そしてついにこの時が来た。ワンダー。ワンダー完成だー。ラッシュビーバー。てなわけでサイクル12と15日で、ラッシュビーバー達成でありまーす。次の目標はビーバー500匹だ。この実績回し車のみで2000馬力。地獄絵図しか浮かばねえ。さて実績は置いときまして、この地球再生機はまだ作ってない生成物が必要だから取り待ていしね。発動はそのうち。さあ汚水機が来るぞ。汚水パイセンシャットダウンボタンをオン。ワンダー実績解除も成功したし、この脱線ボタンもなくして完全自動化だ。私たちの戦いはこれからだー。おい。500匹ビーバー以外にも完全緑地化もしたいね。後回し車地獄も。こっからは大規模開発のターンだぜ。では目標だった15サイクルワンダーを3サイクルも早く達成できたところで今回はここまで。ラッシュビーバーおめでとうと思っていただけたら、ハイプ、グッドボタンよろしくお願いいたします。嬉しいです。ワンダーが完成し一段落つきこれからはがっつり街開発に注力できる環境が整ったレイム。しかし彼女はアナログ親方、果たして新たに追加された自動化システムを使いこなせるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。ジェンバーボーン。うっかりやらかして汚水に浸かり病気になりながらもワンダー建設のため頑張り続けた我らがビーバー。その結果見事目標の15サイクルワンダーを12サイクルで達成。さあここからは繁栄に注力して突っ走るぞー。でただいまの状況は5日間の汚水期初日。使ってる湧き水の汚水期対策は完了済みで水も食料もだだ余りの楽勝モード。丸太を筆頭に各種資材もギッチギチでございます。単純に保管スペース少ないだけ。鳥間丸太余ってるし、安全な範囲で汚水の源の封印作業をするぞー。汚水側正常化への布石。下のトゲの撤去は病気になるのでこれだけよろ。ビーバーたちの安全が第一。続いて前回使った貯水バルブで湧き水を自動制御で汚水と分離するシステムを構築したいと考えたけどやり方がわからねえ。やるのは自動化の練習してからだー。それは作業始める前に気づけよ。自動化の練習より先に倉庫の整理をやっつけちゃいましょ。試運転してる間遊ばせとくのも無駄だしな。サクッと掘削して地下貯蔵庫の建設を開始。平積みしてる資材を地下使って大量保管だ。地下貯蔵庫が完成したぞ。スクラップを運び出せー。なんか知らんが麦わらかぶった農家さんも運んでるぜ。収穫待ちで暇だったのかな？言わずとも手伝う、心優しきビーバー。で空になった物資置き場は撤去して、こちらも地下貯蔵庫に建て替えします。地味な絵面が続きまーす。地下貯蔵庫を建てたら何を建てるかだって？地下貯蔵庫を建てるのさ。物資ごとに貯蔵施設が必要、地味にめんどい工事であった。そうだ紙も大きな倉庫作らなきゃ。大きな風車とかでそのうち使うもんな。湧き水は水圧で止まるけど、汚水ドレーンは水圧で止まるのかが気になり確認に参りました。汚水だばー。うまく高いところまで汚水を上げてかけ流せば、水車回すのにも使えそうだね。揚水式発電ってやつだな。まあ今のところ作る予定なし。爆薬関連工場建設予定地の平坦化工事だー。
旧バージョンの薄い組める装置がなくなったからそれなりの広さの土地が必要になりそう。そして大きな倉庫が完成し紙の移送を初めて思い出す。ここにジップライン設置しようとしてたことを。思い出すのにだいぶ時間かかったな。ほんと頭ビーバーだな。命の水。命の水が汚水器終了をお伝えいたしました。では栄えあるこの町最初のジップラインステーションを集合住宅前に建設いたします。ラインの最大の長さは30メートル、ビーバーたちの動線を考えて使いやすく設置してやりたいな。途中に塔や桁を挟むことで延長も可能でございます。植林場方面にもライン伸ばすのな。丸太は運ぶ機会が多いからね。駅建設予定地隣に丸太用の地下貯蔵庫もホイット。工業区に駅は作らんのか？爆薬倉庫どけたらここに設置するつもり。さいですか。てなわけで爆薬工場の拡張移設にも着手。なお水装置本当になくなったのかと他マップ見たらあったわ。なんでこのマップだと使えないんだ？知らん？この世界の神の気まぐれ。さあ皆の者、建設を開始せよー。地味に遠い、ここもジップラインが欲しいな。先に建設始めたのが終わったらね。汚水といえば全ての汚水ドレインの封印の儀が完了したよ。あとは汚水の湧き水を堤防でも使って塞いじまえば、汚水器も完封できそうだな。ノーマル難易度だし水の貯水も困るほどじゃないから、今後は換気も汚水器も余裕だね。だな。ひっそりと遺跡消滅。まあまだ遠くに遺跡がいくつかあるぜ。ジップライン本日開通でございまーす。オラたちの村に駅ができた。引き続き現在駅前の畑を叩き潰して、乗り換え駅建設現場の整地作業を行っております。爆薬関連施設の大規模工事も、ジップラインが使えるようになればサクッと進むぜ。てなわけで対面に乗り換え駅をホイットな。後を見据えたインフラ整備。接続ポイント見事最大長のジャスト30メートル。これが緻密に計算された匠の仕事です。嘘です、ただのまぐれです。ばらさないでよ。へへ。爆薬関連特区の駅が完成した。ビーバーたちよ、こんな感じで建設をよろしく。遠心分離機も完備。これで生成物も作れるようになるぜ。続々とビーバーたちが宙を舞い、建設現場に押し寄せております。地味に辛い山登りから解放されて、ビーバーたちも心なしか嬉しそうに見えるぜ。板不足のため停止してた絆の火鉢の建設を中止。大量にあった板の在庫が尽きかけてる。急速な開発に板の生産が間に合ってない。モニュメントに400枚も板使えないよ。丸太の運搬を楽にするためジップライン延長。でも今度は鉄が足りません。生産して蓄次投入だ。邪魔な森板の詰め所を撤去して、さらに奥の湧き水の地点まで延長。遺跡の解体がはかどるぜ。初期の丸太不足で植えてた松の植林を停止して、伐採終わったら多くに植え替えます。丸太の生産量を少しでも増やそうとする手直し。松屋に採取場の松も少し撤去してここにはメープルを植えるよ。松屋に担当に兼任してメープルの採取もさせる作戦。大して意味ないけど水掘りの葉っぱ下流との段差でここ換気に水たまりになるが、これで植林地の川が乾いても放水できるようになったぜ。まあ多くはすぐに枯れないからなくても平気。爆薬関連特区が一部完成したので移転を開始。原料は目の前、これは作業がはかどるぜ。工業区の爆薬工場は撤去して、跡地は駅になりました。乗り換え駅と接続し、建設作業員がここに資材を取りに来やすいように整備された。板と鉄はねえが丸太はある。堤防作って貯水量を増やすぞー。みんな、丸太は持ったかここを塞げば深さはないが広範囲に水が溜まる。キリキリ丸太を運べー。蒸発に弱いが水量は多い堤防建設。こんな感じになりそうろー。有り余る丸太でサクッと広範囲の貯水池完成。ジップラインをかけるビーバーたちが見えるのどかな景色。遠目から見るとこんな感じでそれなりに貯水量ありそう。潤沢な水にビーバーたちも思わずにっこり。堤防を完成させたビーバーたちにご褒美だ。ダンスホールの建設を許可しよう。毎夜ビーバーがダンスホールでフィーバーだ。隣の段差が気になるのでついでに地ならし、水も食料もあるからそろそろビーバー増やそうかな。ダンスホール建設にかける情熱がなんかすごいけん。我先へと物資を運び込むビーバーがずらー。ダンスホール完成祝いの葉っぱただいま大人はお仕事中、小ビーバーが占有しております。リア充キッズを眺める哀愁漂うぼっち小ビーバー。一匹余っちゃったか、これは小ビーバーの成長に良くない、将来の黒歴史になりかねん。しかしそんな彼にもお友達が、一緒に踊ってくれるお友達ができたね、やったね。
川辺の保養地前にも駅を建設。移動の効率を上げて短い余暇の時間をフル活用するのだ。でさっき爆破したところに住宅地を建てようかと思ってたんだけど、こっちの池の方が映えそうな気がしない？貯水タンクも近いしこっちの方が生活もしやすそうだ。螺旋階段を使った綺麗な建築をしたいけど意外と手こずってる様子。綺麗な曲線を作るには慣れが足りない。面白みは少ないけど綺麗にできました。見た目破綻してない無理のないカーブの階段になった。板400枚いるけど喜びの泉を中央にドーン。としたいけどそこだけちょうど一マス分低すぎて水没しちゃうけん。おい。てなわけで足場で高さ調整しました。無難な処置。意味はないけどたまにはごちゃついた感じの見た目もいいかなと思い、通路部分を無駄に端で設計。ありよりのなしっぽい感じの見た目になりそう。もちろんここの住民のため用にジップラインも完備。川辺の保養地直通ライン。こんな感じでおなしゃーす。水辺1階部分が水没しており、潤いを求めるビーバーたちにおすすめの物件となっております。これは人気出そう。そしたら増築だな。じゃ近場を拡張できるようにここも高さを鳴らしときましょ。倉庫やパン屋とかその辺の増築にも使えそうだ。本日から労働時間は16時間にしてあげよう。やったね8時間も自由だね。ワンダー建設から解放されて、ビーバーたちもいい感じに人生を謳歌できるようになったね。サタデーだけじゃない、毎日がビーバーだぜ。サタデーナイトビーバー。元ネタは1978年のジョン・トラボルタ主演の映画。って生まれてもねえから見たことねえよ。でもこのポーズだけは印象に残り不思議に覚えてるよね。そんな充実したビーバー性を謳歌した結果、全体の幸福度は28まで上昇。余暇の時間が増えたことで遊べる時間も増えた。もっと遊べる施設を用意してやりたいな。こちらの変顔してるカーミミドは幸福度30、建設速度のバフで120になってるよ。奥にいるアヤジは20で100か、30がバフのラインのようだな。こら無言でコビーバー落ち着くな。遊ぶのがお仕事のこの子らは34まで上昇してるね。多分成長バフとかついてそう。カーソル乗せると出てくるぜ。次は38で 5% 上がるようだ。大人でもこのカビロウは33、速度がちょっと速いね。健康な体を手に入れて仕事の効率もアップだぜ。おっとまた次も薄い気が来るのか。換気じゃないとできない工事があるから地味に嫌だな。ここの封印したいけどトゲが邪魔なんだよ。お前のビーバーのじゃ次の換気まで覚えてられるか怪しいぜ。お水気のババケロー。ご通行中のビーバー様方にはご迷惑をおかけしますが粉塵まみれになりつつお進みください。そういや遠心分離機建設したの忘れてた。しれっと稼働して生成物の在庫もいくらか溜まったようだ。景観を損ねてるお顔ババー。地道に削って街が少しずつ見えるようになってきたぜ。生成物が使えるようになったのでトリプルダイナマイトも解禁であります。トリプルダイナマイト、邪魔な丘も一撃粉砕だぜ。さあお水気が始まるよ。お水パイセンシャットダウンボタンをオン。これもそろそろ自動化しようぜ。だね。さて今回は8日間か。1タンクの貯水量が心もとないが、池にたくさん水あるから問題はないな。じゃあお水気の間に自動化の施設を建てて、何ができるのかのテストでもやりましょ。そいつは気候ステーションか。どうやら温暖な気候、換気汚水気の気候の切り替えで稼働する施設かな？これならさっきやった汚水気前に汚水シャットダウンも自動化できそうだ。1時間前に起動とかならこのリレー配信とやらを使ってタイマーを連動させればいいのかな？とか思ったら気候ステーションに早く起動の項目あったわ。おい。こんな小さなボタン、私じゃなきゃ見逃しちゃうね。あと上にあるハケのアイコンでカラーも変更できるね。カラーも16進数で設定可能。その気になればカラーの地上へかけるな。嫌だよめんどい。でさっきのリレー配信ってやつは信号に対して論理演算をする施設で、馴染みのない方はなんじゃこやってなるので、少々レイム先生の論理演算講座を開講。これは論理演算をベン図で直感的に理解できるようにまとめたもの。色の塗られた部分にご注目。ノットは否定だな、じゃないとき。アンドは〇〇かつ、例を出すなら安いかつうまい場合のみ OK。オアはまたは、安いまたはうまければ OK。安いならまずくても OK だし高くてもうまければ OK。X オアは A か B、ランチセットメニューのドリンクの立ち位置。コーヒーか紅茶のどちらかをお選びください。両方はダメだし選ばないのもダメです。なんか腹減ってきた。これが飯テロだな。そんなあなたのためにチャット GPT さんに数字で図にしてもらいました。1の部分がスイッチオン状態となります。アンドの場合は A と B 両方オンならリレー先がオンになるって感じかな？まあわからんかったらチャット GPT さんに聞いて。
AI に丸投げの説明ベタなビーバー脳であった。飛行ステーション、時間を早めるのはできるけど、時間を遅らせる場合はどうするのと重いクロノメーターを設置。これは開始時間と終了時間が設定できる施設な模様、あと労働時間とも連動できるようだな。労働時間と連動するならこの製品版で追加されたクラッチと連動させれば、労働時間外だけ娯楽施設を稼働させるとかも可能になるね。工場が止まってる時間帯の動力で動かす感じか。まあまだ動力使う娯楽施設ないよ。私がやろうとしてた1時間遅らせるの設定は、このタイマーを使う感じかな？うわなんかメニューごちゃついてる。使い方は書いてあるけど正直こんなん初見じゃわからんわい。多分何かを起点にタイマーを起動させてその結果〇〇が起こってそれを感知してリセットする機構か？パルスにオシレーターにアキュムレーター、ビーバー界で電子工作でもさせる気？こりゃくるみサイズのビーバー脳の手に余る代物だな。続いてインジケーターを設置、テストランプに良さそう。なお、こちらはランプがつくだけでなく画面の端にピン止めすることも可能です。換気と汚水器の予想ボタンを作ってどちらか片方を押し、実際に来た時にリレーで判定してインジケーターで表示する。そんなミニゲーム程度なら私でも作れるかな？それ面白いのか？ガム噛んでる方がマシ。くさなどと自動化のシステムで遊んでたらビーバーの数が増えまくり、無職が33匹もいるよ。とりあえず2運びでもしとれー。ビーバーイーツ本社機能移転。よし換気が終わるぞ。換気明け1時間後にライトがつくシステムをテストだー。いいのー。ちーのー。はい実験失敗です。1時間待たずランプつきました。畜生ー、あんなん初見でわかるかー。アナログ親方怒りのトリプルダイナマイト。糸かなし。完全自動化のハイテクビーバーへの道は遠かった。では自動化の複雑な使い方はわからんなぁと頭を悩ませつつ、建設途中の湖畔の住宅を見つつ今回はここまで。ちょっとでも参考になったと思っていただけたら、グッドボタンハイプ、よろしくお願いいたします。花粉症が和らぎます。ジップラインを導入しビーバーの移動効率を大幅にアップさせ、開発速度をさらに加速させることに成功したレイム。しかし自動化システム導入は道半ば、続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。ジェンバーボーン。ジップラインを導入し空をかけさらに迅速に街の開発に勤しむ我らがビーバー。素早く帰れるようになり終了時間後の余暇の時間も増加。さあダンスホールでフィーバーしさらなる繁栄を謳歌するぞー。でただいまの状況は汚水器明け。タンクの貯水が若干減ってるようだな。湖畔の住宅建設でビーバーも200匹超えたし、そろそろ水回りの強化した方が良さそうだね。だな。てなわけで駅の目の前にタンクを造成。住宅からも近くて便利。続いて大きな水汲みポンプも設置したいんだけど左右対称は無理でも横は平行にしたい。割とどうでもいい親方の謎のこだわり。一歩でも近い方がいいんだろうけど見た目気持ち悪いんだよ。そういうわけで爆薬の設置もよろ。前回爆薬関連も移設したから、爆薬の在庫もそのうち潤沢になりそうだ。汚水器に汚水が逆流しないか心配で天然ダム撤去してなかったんだけど、問題なさそうなので撤去よろ。追加で地熱エンジンの建設もよろしくー。これでこのマップの熱源は全て制覇だぜ。初期に松を植えてた部分の伐採が終わったので奥に植え替え。なお一段段差がある部分はダイナマイトで平坦化する予定だったが、悲しいビーバー脳はそれを忘れている。ビーバー語で話すな。ハッピアー。ポンプ設置予定地の整地完了、貯水量も極小だけど増えたぜ。そろそろ底下げ工事もした方がいいかな？広い範囲の貯水はあるけど水深が浅くて長期の換気に弱いんだよな。深い貯水湖の建設も計画した方がいいかもね。だな。そんな大切な水をかけ流す贅沢なビーバー。めっちゃ気持ちよさそうにシャワー浴びとる。守ってあげたいこの笑顔。コメント欄で命の水の音源が欲しいとお願いされ、スピーカーで流す気だなと思い私もスピーカーを設置。これ標準音源以外に MP3 追加できるのな。そういえば汚水器用の水門は自動化設定しまして、気象センサーで汚水器1時間前に上がるようになりました。さっきのスピーカーにも設定すれば汚水器前に警告とか出せるぜ。そうそうこれもコメント欄でご指摘いただいてたんだけど、水深センサーで水位が下がったら放水するシステム。この設定だとちょっと放水して少しでも上限超えただけで止まっちゃう。加減設定だけじゃダメ。てなわけで上限確認用に水深センサーを増設、あとはリレー配信でなんとかできるかな？この後リレーを使って小1時間頑張るも、やりたいことができずレイムはふて寝するのであった。
これは未来の話だが上限下限の設定をするのに必要だったのはこのメモリー。レイムは自動化関連施設の内容を確認せず一気に解放したので、これの存在自体を把握しておらず、リレーとクロノメーターで稼働させようとしてドツボにはまった、今回も安定のくるみサイズのビーバー脳であった。いのー、ちーのーみーずー。うるせえ。スピーカーの試運転成功であります。歓喜が来るぞー。マリサもやってんじゃん。へっへ。試運転はスイッチで試したけど今後は気象センサーと連動したから自動でなるよ。多分編集時にうざくてカットされてそう。あの左腕の包帯、まさか中二病ビーバー。腕がうずき出しちゃったか。まあ毛がビーバー多発でベッド足りてないだけだけどね。知ってた。それなりにベッドあるけど18匹は多すぎ。毛がラッシュ。そのうちちゃんとしたの作ってあげたいけど、とりあえず増設で応急処置と。治るの遅いと空きベッド待ちビーバーで溢れちまうぜ。なお怪我の原因はこちらの遠心分離機。高確率で怪我。今回もボット禁止のつもりなので生ビーバーで頑張ってね。さあ天然のダムをハンマートントンでぶっ壊せー。からの水だばー。1マス分しか水深は増えないが少し蒸発に耐えれるようになったかな。ちょい緑地範囲もアップ。新たに建設した地熱発電で動かすのはこちらのメリーゴーランド。動力はエンジンと同じ400馬力。なのでクラッチで自動化して稼働は勤務時間外のみにする予定。一切の無駄なし。通勤ラッシュビーバー。中央の噴水だけ未だ未完成。鉄の生産が追いついておりません。メリーゴーランドも鉄不足で建設できないので、先に労働時間中に余る動力を使う製粉所を建てましょ。だが製粉する小麦もガマも生産してない。昼間だけ稼働させようとこのクラッチ設置したけど接続向きが間違っとる。シャフトと違いクラッチは自動で方向が変わりませんのでご注意ください。ああそういえばメリーゴーランドって入り口2階だったわ。適当に階段をつけて雑にごまかす匠、毎シーズン忘れる残念なビーバー脳であった。道がダサくなった。で続きまして製粉する原料の小麦の栽培をしたいから、近場を平坦化するぞー。この距離なら運ぶのも楽だな。ショートカットできるルートも作りたいので足場で道を通れるように改修。作ったばかりで即回収。ほんと後先考えてねーな。てへ。やっはー、爆破で耕せー。からの水だばー。ってダメだよここは漏れちゃダメなやつ。安定のやらかしー。走れー、丸太を担いで走れー。うっかり爆破範囲を見誤り洪水を起こしてしまったが、ビーバーたちの頑張りにより即日復旧した。それでは平坦化された土地で小麦の栽培をよろしく。ここなら一般の道から離れてて、移動中のビーバーが蜂に刺されなくて済むぜ。現状適当に蜂の巣置いてるから、農家さん以外も結構蜂に刺されちゃってるよ。鉄の生産が遅いぞ、精錬場、建てましー。アナログ親方は手動で工場の総量を切り替え、必要な素材をその時々で増産する。だが鉄の増産の前に、喜びの泉、完成だー。ほんと建設見積もりガバガバだな。これでビーバーたちの幸福度もうなぎ登りであります。仕事の効率もぐぐっとアップだぜ。あれがこうでこれがああで。レバーで手動操作で自動化のリレー動作確認をするも、思うように動かなくイラッとしているアナログ親方の様子。だーもうめんどくせー。ビーバー一匹常に働いとけ。頭使うよりビーバー増やした方が楽だ。くさそういえばジップライン接続可能範囲は、この矢印の表示でわかることを思い出しました。これで最大長の30メートル設定が楽ちんに、コメント欄で指摘してくれた方もありがとう。あったーす。パン関連生産にあたり大きな倉庫も作らなきゃ。倉庫は地味にでかくて増築が大変だぜ。夜な夜な虚無の表情で回るビーバー。なお、夜間専用となったことで、子供も夜にしか乗れないデメリットもあります。常に動かせた方が子供の成長にはいいかもだね。お水気が来るぞー。あれ？スピーカーから音出なかったね。お前が自動化ミスったんじゃね？今は自動化の顔は見たくないよ。放水自動化ができず自動化を毛嫌いしてるアナログ親方。3匹ほどの塾になっちゃったけどロッジを撤去して走行装置行く。パンは全部で3種類、必要な粉は2種類でその原料も2種類、少なくとも倉庫が7頭も必要。メープルも使うからタンクも必要になるよ。予備の備蓄も考えると倉庫はいくらあっても足りないな。見た目が気に入らないので湖畔の周りを平坦化。あと強制立ち退きさせちゃったこのために、湖畔の住宅を優先で建設指示。急いで作れ、今晩の塾になるぞ。
爆薬の大量生産も軌道に乗り在庫あり、細かいところもちょい爆破。ヒーハー、ハンマーでぶったたいて爆薬を設置だぜ。爆薬の取り扱いなんだからもっと慎重にやりなさいよ。命の危険を顧みないロックな生き方がビーバー。はっぱこれでここもいい感じの平らな緑地になるぜ。農業に向いてるけど景観的には微妙かな。ここもそのうち住宅街かな？悩ましいな。そうコメントで教えていただいたタイマーと連動してインジケーターを街灯として使うテクニックをご紹介。だがすぐ建設の邪魔になり取り壊した。ごめんちゃい。汚水器が来たぞ気象ステーションの1時間前軌道が正しく動作し、無事湧き水の閉鎖は完了済み。さらに充実したビーバー性を謳歌してもらうためにキャンプファイヤーを増築。初期に建てた倉庫を解体して、サムネ撮影の時に煙が鬱陶しかったグリルを移設。まあここはここで奥の集合住宅に煙かかるぜ。てなわけでまだ倉庫足らんので増築よろしく。2階に通じる足場も建設、2階建ての巨大な倉庫になりそうだ。微妙な段差が気に入らぬ。ここも葉っぱじゃー。しまったここは爆破予定じゃなかったのに。なんか変な隙間が空いてんな。いやー湖に通じてるトンネルにバルブをつけて水深を一つ上げようと考えてたんだけどね。しゃあない堤防で埋めるか。もういいや、ここも平らにならしちまおう。少し穴開いただけで計画を放棄する、うちのレイムさんは我慢が足りない。さてさらなる幸福を求め尻尾の装飾アイテムを設置するぞー。おう尻尾のスタンプ。おいこれは足し半目じゃねえか。半目を新たに追加してもちろん過去に使ったのも再利用させていただきました。こらそのアヘ顔は消せよ。さらに追加でサタデーナイトビーバーも。これを尻尾につけるのか、なかなかの歌舞伎者だな。あとこの前ビーバーたちと猫の国に勝ち込みに行った時の画像も追加しといたよ。安定の再利用を。同時進行で倉庫もマシマシ。ほんの数日でここも一気に様変わりだ。そして追加で倉庫建てようとして気づいてしまう、ジップラインのケーブルが邪魔で建てられないと。糸かなし。しゃあない装飾の尻尾スタンプをこっちにして、向こうの2階は別の用途に使いましょ。とりあえず、夜中にやるなよミニキーだろ。さあ1000円。そろそろ大規模な灌漑工事を行おうと思いマップ全体の調査を実施。その結果一番高い位置にある湧き水がこの2つと判明。なので湧き水に水路を作ればこの高さまでは水没させることがおそらく可能。ちょっとした汚水器対策と堤防だけでできそう。てなわけで湧き水を制し、汚水川をきれいに川にする計画を開始。湧き水から流れる水を制御するため要衝堤防でせき止め。湧き水の放水口は意味なく3列。在庫気にせず工事できる幸せ。川の河口もせき止めて水深を上げる予定だけど、今は汚水まみれなので下準備だけ。寒気が来たらサクッと終わる工事だが、今汚水期連続してんだよな。吊り橋でクレーン工事もできるけど、まあそこまでせんでもいいでしょ。汚水川の中腹に大きめのダムを作るぞ。これで水深の深い貯水槽ができる。完成すればもう水に困らん。ほほー。遠目で見るとこんな感じ。この奥の部分が全て貯水槽になるイメージ。手前のこの穴から川に流すプランもあったけど、湧き水2箇所の水を全て貯水槽に流す方針にしました。てなわけで湧き水を合流させるため、この場所にも水路を掘ります。意味のない斜めの水路が匠のこだわり。さあビーバーたちよ、建築の時間だー。湖畔の家の完成もあり子供ビーバーは26匹、これらが成人した暁には大量の大工となるだろう。ちまちました貯水などいらん。気にせずここも真っ平らにしてしまえ貯水可能な場所を潰すのはもったいなかったが、景観的には見晴らし良くなって崩して正解だったな。製錬所が頑張りすぎて今度はスクラップが不足。マップ端の遺跡の解体再開。さすがにあの場所は遠すぎるのでジップラインを導入。遠すぎて強制的に徹夜になる地獄の現場。ジップラインがあれば遠方で大規模工事を行うことになっても対応可能。多分。適当だな。いのーちの水。命の水が汚水期6日間の終了をお伝えしました。捕まったスピーカーから音出てなかったぞ。ほら歌はやっぱライブじゃないと。おい。自動化からは目を背けたかったが仕方ない。って距離減衰のオンオフがあるのか細かすぎるよ。減衰オフにすればどこでも音が聞こえるのか、脳に直接音を届けるビーバーの超技術力を垣間見た。では汚水期も終わり本格的に汚水川の再生のために工事を始めたところで今回はここまで。続きが気になると思っていただけたら、ハイプグッドボタン、よろしくお願いいたします。花粉に負けそうな中の人が喜びます。
幸福度が上がる施設も充実し楽しいビーバー生を手に入れたビーバーたちに、今度は大規模灌漑工事を命令したレイム。しかし命令するくせに自分は自動化が面倒で放り投げてる始末。彼女がまともに自動化できる日はやってくるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。ジェンバーボーン。うっかり水位を見誤り洪水なんかも起こしちゃったけどインフラが整い盤石な基盤を手に入れた我らがビーバー。尻尾をカスタマイズする装飾アイテムも導入され幸福度もアップ。さあ英気は養った。開発を続けるぞー。さらなる幸福度アップのためにアゴラの建設を計画するも地面にしか設置できないので置き場に困り中。ビーバーが木工についてお話しする広場、謎に使われる生成物が怪しい施設。やっはー、場所がないなら作ればよかろう。容赦ないハンマートントンで初期からお世話になってた植林地が消えた。で整地した場所にアゴラット。ここならジップラインの駅とも近くてそれなりに使いやすいかな？マップ南西の湧き水垂れ流しの水路、はっはー。きたー、ねー、水汚水が排水され綺麗な湧き水を確認。やっべここまだ工事途中だった。こういうのはしっかり確認してから爆破しろよ。爆破衝動に耐えられませんでした。おい。エマージェンシー、汚水川への水路も開放だー。近隣で作業中のビーバーは近づかないように、爆散するぞ。汚水だばー。暗くて見づらいが汚水川に合流して、無事綺麗な水も入ってきたようだ。なお下のバルブは全開放、綺麗になったらここで咳止め予定です。パラボラアンテナあった湧き水も水路開放。着実に汚水川の浄化が進行。下流の湧き水も水路開放だー。おいバカ溝足りてねえじゃねえか。これはうっかり。今回も安定のどこか抜けてるビーバー脳であった。お、尻尾の装飾が普及してきたね。サタデーナイトビーバー、こいつなかなかの歌舞伎者だな。推しの顔で股間を隠す、これが紳士のビーバーです。いやそういう用途で人の顔使ってくれるなよ。ちょっと恥ずかしいじゃねえか。マリサの顔の方が恥ずかしいから大丈夫。色々と大丈夫じゃねえよ。お前座ってないで働きに行け。働いてないで思い出した。多分もう科学ポイント必要ないと。HTTP アダプターとか使わないけどアンローック。これにて全ての施設の開放が完了。さらば天文台、フォーエバー。次建設することがあったら、街の景観のためのただの装飾として頑張ってくれ。ただいま尻尾の装飾中。コメント欄で画像の上下を気にされてる方がいたが、こんな感じでございます。お座りしてても股間を隠せる安心デザイン。おい。やったー、足りてなかった溝掘りだー。なおこの深さがこのマップの掘れる一番深い場所になります。水位が上がるとほぼ水湧かない不毛な湧き水。そろそろ土砂を使った工事も始めたいので、土砂採掘機の導入を開始。入り口が2階で使いにくいので一段掘ってからの設置となります。こんな感じでオナシャース。ジップラインの駅前に土砂用の倉庫を設けることで、建設作業員が土砂を運びやすくしようという目論み。板の在庫も余裕ができてきたので、長らく延期されてた絆の火鉢を立てるぞー。景観を崩さない程度に目立つ場所を模索。幸福度も40の大台を超えてきたね。でも屋上テラスとかすでにあるものでも満足に使えてないものがあるぜ。てなわけで屋上テラスを建設するので絆を感じつつここで幸福を感じるがいい。これにはビーバーたちも思わずにっこり。さあ土砂採掘機操業開始だーって動力来てないじゃん。施設の埋め込みはしっかりやってもシャフトは埋め忘れる。これがビーバー脳だ。糸かなし。今回は少し自動化で資源カウンターを設置。倉庫が土砂でいっぱいになるまで掘り続けるのだー。メモリー使って 0% 以上 90% 以下とかでも良さそうだけど、土砂は使う使わないがはっきりしてるからこれで十分だな。爆薬関連施設の周辺を整地だー。今後規模が大きくなると汚水が乾季に乾いちまうから、ここも底下げするなりして整備しないとな。16時間労働を終えお家へ帰るビーバー。長距離通勤で倒れるまで働かされてたビーバーもジップラインのおかげで帰宅できるようになったぜ。絆の火鉢、完成だー。もりもり幸福度も上がり45、絆の火鉢だけで幸福度5も上がるのか、大したもんだな。ビーバーたちもかつてないほど幸せいっぱい。この調子なら幸福度マックスも遠い夢じゃないぜ。ビーバーは共に戦場を駆け抜けた戦友、しっかり幸せにしてあげないとね。以上、前にやったネズミたちの島開発の動画の宣伝でした。てへ。
てな感じで幸福度関連も割と揃ってきたね。次はパン関連かな？ちょうど天文台跡地が空いてるから、ここに適当にパン焼き工房建てちゃいましょ。まあガマとかまだ育ててねえから一部は当分ただの置物だな。倉庫建てるから立ち退きじゃあ。倉庫高く積み上げればいいだろ。高い建造物はフォークテールには似合わないからやだ。謎のこだわり。こんな感じになりそうろ。強制立ち退きで16匹のビーバーがホームレスになった。急いで増築するから多分平気でしょ。でも12匹分しかなく足りてない、適当の極み。寿命で減るから大丈夫。256匹の8ビットも崩れた。8ビットはただの趣味だし目標は実績の500だよ。そういやそうだったな。建築作業員の小屋も一部撤去したので適当に整列。ビーバーの夜明け。我先へとかける通勤ラッシュビーバー。さらにビーバーたちを増加させ工場等を増築する場合、地熱だけでは動力不足になるので下準備でバッテリーを建設。いい感じに深さのある汚水ドレーン封印地の上を利用して、高いほど多くの動力を蓄えられる重力バッテリーが採用された。こっそりやってた大きなポンプ下の底下げハッパー。深さをマップ一番下まで下げることで、浄化された川の水を最後の一滴まで使おうという計画。川の浄化が終わったらトンネルで繋ぐ予定。よっしゃー。久々の換気だ。これで汚水の湧き水周辺の工事ができるぞ。水深こそ浅いもののこの貯水量、ノーマル難易度の換気ならどうとでもなりそうだな。まあノーマルでも9日くらいの換気は来るから、自然蒸発も考えて水深3程度は欲しいところ。てなわけで川の水深を深くする工事をしやすいようにルートの確保も片手まで開始。寿命で空き家ができてホームレス撲滅。住宅に屋根をつけてさらなる高環境に整備。大きなポンプの貯水池と川をつなぐための工事のルートの整備。空気の一切ない水で満たされたトンネル、窒息しないか心配だ。重力バッテリー、完成だー。これだけあれば多少無駄遣いしても大丈夫そうだな。なお土砂採掘機方面のシャフトとは繋がってないのでこれもそのうち一元化した方がいいかな。これ完成すると製粉処分の動力が足りないから少し効率落ちるぜ。換気が来るぞー。うるさいよ、今何時だと思ってんの。換気1時間前の警告なんだからまあそうなるだろ。消そうそして換気がやってきて今回は6日間、今回の換気で汚水の湧き水を全て潰すぞー。おー。もちろんやるのは危険の危ないトゲの除去。除去したら堤防で封印だ。撤去しなくてもいいトゲもいずれ邪魔になる可能性がある。今回の換気中に全てのトゲを除去するぞ。てなわけで初期に封印したこの汚水の湧き水も堤防を壊してトゲの除去をします。こりゃ毛がビーバーが多発しそうだ。普通の湧き水の汚水域対策も同時に進行。これは換気前でもよかったな。忘れてた。おい。忘れてたで思い出した。ここの段差気に入らないから一段下げるんだった。忙しいのに追加工事発注。ここの湧き水も浄化されたら汚水川に垂れ流しにしたいので水路の工事を開始。シャフトが、邪魔？さあ怪我を恐れぬ我が精鋭よ。突き進め、その先に我らの栄光の繁栄が待っているぞー。果敢にトゲに挑むダブルアヘガオマリサビーバー。おい。見た目はあれだけど仕事はできる優秀なビーバーです。頑張るのはいいが怪我には注意してくれよな。トゲ撤去しつつ汚水域対策も依頼っと。これは換気明けでも構わんが、やれるなら先やっちまった方がいいもんな。着実に汚水封印の儀式が進んできたね。なお着実に毛がビーバーも増えております。37匹。見つめ合う2匹のビーバー。これは恋が芽生えちまったか？その間を忙しそうに駆け抜ける建設ビーバーとの温度差よ。あんたたちも働きなさい。2匹仲良く解雇。てかここの遺跡取り尽くしちゃったし撤去だね。毛がビーバーの血縁補充に入ってもらおう。毛がビーバーが56匹まで膨れ上がり建設要員確保のため工業区の閉鎖を決断。まさかここまで怪我するとはトゲ恐るべしだな。クラッチ工事と水源の邪魔シャフト工事で工場どの道止まる予定だったのでまあよしだよ。さいですか。夏草や、つわものどもが、夢の後。松尾芭蕉だな。こりゃ建設に遅れが出そう。労働者確保だ。土砂採掘員も建設行って。ややはっぱー。水路工事の1段階目。続きトリプルダイナマイトを設置するぞ。汚水ポンプ用の薄い池も干上がった。こちらもトゲを撤去だ。トゲがなくなれば底下げ工事もできるぜ。これポンプ担当、あんたたちもトゲの除去に行きなさい。こりゃまた毛がビーバーが増えるぜ。祇園少女の鐘の声、所領無常の響きあり。
皿宗樹の花の色、少女喫水の断りを表す。まさに幸福の絶頂からのこの落差のことだね。哀れ。汚水器自動対策、確認用押し。水路用の爆薬の設置も終わったようだな。換気中だけど、ハッパー。換気中の貴重な水だろうとお構いなしで垂れ流す、ハード難易度だったらぶっ飛ばされる行為。いのちの水。湧き水からの水路確保完了、換気明けには汚水川が綺麗な川として使えそうだ。そうそう放水場の自動化をメモリーでやろうとしてたんだった。だが建設依頼だけ出して満足して、そのまままた忘れてしまう悲しいビーバー脳であった。ふわで先ほどの水路をバルブと水門で貯水しようかと考えふと思う。上に水位を上げたくても湧き水の上には持ち上げられないと。なお自動組み上げポンプで運べないこともないぜ。それはちと大規模工事だね。そんなわけで湧き水水路前までマップ限界の深さに掘り下げ工事をしようかな。結構爆薬必要だがもともと低い一度の葉っぱで済みそうだ。まあまだ汚水川の上流に汚水溜まりがあって川が安全じゃない。よって先に川が溢れないように工事を。ってちょっと待てここの汚水の湧き水封印終わっとらんじゃないか致命的なボンミス。換気終了まであと1日、明日ダッシュで工事しなきゃ。で河口の方にも川の水をせき止めるためのダムを建設。若干デカめのダムだけど、丸太有り余ってるからサクッと作れそうだ。こんな感じになりそうろう。塞ぐべき場所はそれほど多くはないが、除水できる水量はそれなりにありそうだ。最終目標は完全緑地化であります。そりゃ先が長そうだ。いつかはこの河口の水を自動で汲み上げて、上流まで流れる自動循環システムを作りたいね。まだふんわりとしたイメージしかしてないけどこんな感じかな。ハード難易度だと水循環させると蒸発だけでやばいけど、ノーマル難易度ならなんとかなるかな。湧き水の有料次第だからやってみないとわからんの領域。まあやってのお楽しみだぜ。さあ循環システムのためにもトゲの除去と封印作業を。ってこの動きは、おいこいつら上から撤去作業してるんだが。上から撤去できるなら換気待たなくても橋かけてクレーン工事できたじゃん。地上に生えてるトゲを上部から振り下ろすハンマーで撤去。こいつら器用だなマジで。工事観光間際に気づくこの悲しさよ。哀れ。閉じる意味ないと思うけど、汚水池の汚水の湧き水にも水門作ろっと。多分使い道はないが他についてるからなんとなくってやつ。毛がビーバー63匹。地獄。いのちの水。汚水川復活をお見せしたいが、湧き水の勢いが遅いため早送り再生をさせていただいております。下流の汚水溜まりが綺麗な水で希釈されたら、この川はもう汚水川と呼ばれることもなくなりそうだね。怪我を恐れず頑張ったビーバーたちの歓喜の声が聞こえてきそうだ。そんなお祝いムードの中でお前は一体何をしとるんだ。河口の水門裏でビバ柱となり、水害から町を守る生贄になるつもりのようだ。森へお帰り。では汚水川をほぼ復活させ貯水量を増やすための追加堤防の工事をしながら今回はここまで。面白かったと思っていただけたら、ハイプチャンネル登録グッドボタン、何でもお願いいたします。私のやる気スイッチです。危険なトゲ撤去工事でたくさんの毛がビーバーを出してしまったが、大きくインフラ基盤を盤石にすることに成功したレイム。目指すはビーバー500匹の実績解除。この調子で一気にビーバーを増やせるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。ジェンバーボーン。汚水の湧き水の封印の障害となっていたトゲを怪我を恐れず果敢に撤去した我らがビーバー。しかしその代償は大きく街の中は傷だらけのビーバーでいっぱい。療養するためのベッドも足りない。衛生兵、衛生兵。おむつを頭にかぶるのがビーバーたちの最新のファッション。お前が命令して作業で怪我させたんだろ。目を背けるんじゃねえ。ごめんちゃい。そんなわけでたくさんの治療ベッドを倉庫の上に建設。労災に見舞われたビーバーに敬意を込め、中央には記念碑も建立された。ささっと直して次のビーバーと交代して使ってね。建設したそばから埋まってく、地獄や戦病棟。お大事に。でビーバーたちも療養中なので、前回メモリーを設置してそのまま存在を忘れてた放水場の自動化テストを開始。レバーを使い手動で左が水位が下がった状態、右が水位が上限に到達した状態に見立てたテスト。水位が一番上に来ると停止して、水位が一定まで下がると再稼働する設定に成功。これでやりたかった動作ができたな。あとはテストしたレバーの設定を、水位をセットした推進センサーに置き換えるだけで OK なはず。
アナログ親方がやっと自動化の時代に追いついた。この程度の自動化に論理演算などいらんのじゃ。まあ用途によっちゃ〇〇の否定でノットとか使いそう。そうなるとリレーはどっかで使うかもな。ビーバー脳なんでわかりません。開き直ったビーバー脳であった。じゃささっと近所の池の放水場も自動化設定しましょ。だな。そこでちょっとしたひらめき、推進センサー重ねても動くかな？おおこれは狭い場所でも使える画期的アイデア。よしちゃんと推進検知してる。スカー芝でもできたわ。こうしてコンパクトな放水場の管理システムが完成した。ケガビーバーたちも少しずつ職場復帰し、前回閉じ込め事件が起きた現場の工事再開。マップ外に排水される加工前ダム。そして完成間際に気づく、横に穴開いてんじゃんと。おい。塞ぐ工事したいけど薄い濃度が怪しい感じ。この色は病気になるか微妙なラインだな。少しでも安全性を高めるために、綺麗な水も排水して希釈しながら作業しましょ。安全確認、よーし。野戦病棟での治療が進み、ケガビーバーが28匹まで減少。ピーク時は65匹まで増えてたことを考えるとだいぶ減ったぜ。さて川の水位も上がってきたし溢れないように堤防建設も急がなきゃ。植林地で工事しづらく作業遅れてた場所。ただいまの汚水だまりの様子。綺麗な水が源流から流れて薄まってはいるが、まだ赤々とした色合い。下流に水流計を設置したけど濃度は5%か。ビーバーが病気になる濃度のちょうどボーダーライン。まあ多分いけらー。病気になっても薬はある。穴塞ぎ行ってこーい。安全確認、よーし。ここが埋まれば一気に水位が上がるぞ。鉄だけ在庫少ないので夜中にこっそり操業再開。明日から頑張ってね。中途半端のガタガタしてるから爆破じゃー。こっから先は捨てられる水、ちょっとした貯水槽にしても良さそうだ。てなわけでちょっとした貯水ができるようにするため、追加の爆破工事も依頼。いいはー、やっぱり爆破は最高だー。怪我から復帰したビーバーたちが我先にと爆薬設置作業に群がっております。そういえば盛り土もできるようになったのを思い出し紅葉区をちょっと修正。そこ穴開いてて地下貯蔵庫建設できなかったんだよな。おっと換気明け5日目、やっと汚染度が3%まで下がったね。適当判断だったが病気のビーバーを出すことなく、無事工事が進められた。きたー、ねー、水言うても多少は汚染濃度下がったぜ。そしてダダ漏れだった横穴も埋め終わりました。これで川の水位が上がるな。やっべまだこっちの堤防低いままだった。水門も一段低いから作り直さないと逆流して洪水になっちまうぞ。夜中にこっそり捨ててごまかしました。ビーバーたちに内緒で自分のミスを隠蔽、バレたら回し車の刑に処されそうだ。みんな、大事な水がこぼれちゃうよ。急いでこっちの工事をよろしく。安全確認、よーし。あれは激アツ確定演出、現場ビーバーハリウッド版。なんじゃそりゃ。奴が現れるとこのように水が滝のごとく逆流します。え？どういうこと？正直何が起こってるのかわからないと思う。つか私もわからない。もしこの状態で建設を一時停止したら、何の動力も使わず水を上流に戻せるかも？さすがハリウッド版現場ビーバー、特殊技術で物理演算なんてガン無視だぜ。やべ冗談のつもりだったんだけど本当におかしな挙動になっとる。おい。さすがにバグるのは困るので一時停止解除を。見た目面白いけど動画的にアウト。よかった、無事治った。第一部間にならなくてよかったぜ。などとトラブルはあったものの水門の改修も終わり、再度加工の水門を閉門。加工ダム、貯水開始貯水量アップ&見た目スッキリさせるためちょろっと整地。完成まであとちょっとだぜ。加工ダムの、総仕上げだー。資材供給が安定し、これほどの工事を難なく実施できる段階に至ったことに深い考えを覚えるぜ。だねでは最後の仕上げに通路に堤防っと。さて次はどこを開発しに行くか。ある程度全部揃ってるから何やるか悩むねトマ完全緑地化の際にここ邪魔になりそうだから爆破で。最終的に下流は川の高さで平坦化になりそうだ。現状在庫が心もとない資源はスクラップくらい。紅葉区の裏にいい感じに近い遺跡があるぜ。当分は地上の遺跡からの回収で事足りるけど、ジップラインの駅も作りたかったのでついでに開発しましょ。貯蔵庫とか綺麗に設置するために少し整地だな。こんな感じでおなしゃーす。川が溢れて水没するので地味な土手の補強も必要だな。でこちらからトンネルを掘りまして、先に地上部の遺跡の回収も行います。ジップライン新設はこの遺跡での作業を効率よくやるための運搬手段。これで楽々紅葉区へ運べるよ。
地熱じゃ水温に勝てなかったよ。地熱エンジン、水防大津。こりゃ土源化せんといかん。そんなわけでこんな感じで堤防で囲むことにしました。未来でほんのり暖かいビーバー温泉とかになってそう。廃緑地化のため爆破しまーす。爆破で耕す、ビーバーたちのダイナミック緑地化事業。ほんとこの子たちはもう、仲間が残ってるのに問答無用で工事して置き去りにするの巻。ビーバーは仲間を見捨てない、救出作戦開始だ。階段を設置して土手に登れるようにするぞ。こっちは土砂をぶっかけて上に押し上げるぞ。行動急げー。てかその高さならもう川飛び込みなよ。ゾムアバド、奴はビーバー界随一のビビリ、水に飛び込む度胸はないのさ。よしうまいこと土を使って上に押し上げ成功。そして2匹は無事救出され、ビバウッド映画になりました。なんだよビバウッドって、わかりやすい嘘つくんじゃねえよ。てへ。なんということでしょう、汚水まみれだった川が匠の手によって美しい水を取り戻しました。湧き水の水量は少なく感じたけど、ノーマル難易度ならこれでも余裕で満水になる模様。で満水になったところで、水だばー。奥に見える水没した地熱エンジン救出のための放水。もったいないけどまあ問題はあるまい。地熱エンジン防水化、完了だー。多少のやらかしはあったが、これで加工ダムの貯水も OK だ。汚水溜まりだったところも放水のおかげで浄化された模様。じゃ水も綺麗になったし、垂れ流しにしてたバルブを閉じてがっつり貯水してここを湖にするぞー。と思ってたんだけどこのタイミングで換気の警告。湧き水が止まるまで猶予は3日、さすがに満水とはいかなそうだ。現在の開発状況はこんな感じになりそうろー。改善の余地はいくらでもあるが、ほぼ完璧なレベルの利水ができた。トンネルが開通したので解体員の起点を設置。ここは水没する高さだから足場もよろしく。それじゃトンネルから水入っちまうだろ。ああ？ほんと爪が甘いビーバー脳だな。やったー、鉱山なんぞ吹っ飛ばしちまえー。やけになるなよ、あと端っこ掘る深さミスってんぞ。せっかく綺麗にくり抜けたと思ったのに。ボンミスが続いております。整地した場所はこんな感じでよろ。鉱山と駅そばにスクラップ用の地下倉庫、効率を求めた配置。鉱山は稼働に加工板も使うから、稼働前には逆側にも資材置き場作るよ。紅葉区側の駅が未建設なのでこちらも建設予定地の整地を開始。お前、ひっまそうやなー。お前まさかサボるなこらー。全く動じていない、着物座ったビーバーだぜ。それでは駅をホイットな。これで遺跡のスクラップ回収がはかどりそうだ。ほんとこのおサボりビーバーどもめ。定時ダッシュで娯楽施設へ GO。これ以上追加の治水はいらないかとも思いつつ、ビーバーに仕事を与えるため川にもダムを建設だー。無駄公共事業の始まり。湧き水の水位を考え有効活用を考えると、ここはもう一段土手を高くする必要があるね。工事のために長年使われてた橋が優待。ここ埋めないと街の方に溢れちゃうからね。ほんとこのマップはこういう動画にしづらい細かい地形の罠が多いぜ。さあみんな、お仕事の時間だよ。過剰に雇われた建設作業員が我先へと進む。歓喜が来たぞー。6日間か、もはや誤差レベルであります。だな。上流の湖の水量はご覧の通り。次からは下のバルブで水位調整して常に川に水が満たされる感じにしようかな。水深5マス分の水を自動で注水、完全放置で大丈夫な過剰な治水システムだぜ。で垂れ流しだと下流が溢れちゃうので、ここにダムを作ってバルブで調整するつもり。そしてそのダム建設や川の底下げ工事が行いやすいように、ジップラインも整備された。ビーバーたちの幸福度がどんなもんかとチェック。16時間労働でそこそこ忙しいがそれなりの水準が維持できてるぜ。あ、そういや沼場作ってなかった。本もないぞ。あれはビーバーたちが食べちゃうからまだダメ。ケチ？動力使えるいい場所ないから、とりあえず大きなポンプ設置予定地に置いちゃおう。適当だな。別種族のアイアンティースの泥風呂は動力使うけどこっちは泥だけでよかったのか、すっかり忘れてたよ。建設前に気づいたのに別の場所に建て直さず、結局そのまま工事しちゃうズボラな親方だった。怪我ビーバーが回復したので野戦病棟は本日をもって閉鎖でーす。みんな元気になってよかったよかった。跡地は試作スポットとして再利用することにしました。屋根付きの少し豪華な施設に生まれ変わった。はっぱー。川の中間のダム予定地か。次トリプルを爆破してマップの地下限界まで掘れる予定。さよか。一段高くて平地にする予定の植林地の奥、逆に低くて水たまりになっちゃうけん。
ここに水溜まっても使い道がないぜ。川と繋げるか埋めるかするか。てなわけで多少工数かかりそうだけど全部埋めちゃいましょ。食料増産してビーバー増やすのもいいかもだ。家建てるのにも使えるね。そして中間ダム建設はここまで進めたところで計画を変更。問題発生か？バルブで水位調整するならここを一段掘って水門作った方が底下げ工数も少ないしすぐ終わりそう。水余ってるのに無駄にこだわる匠であった。ではここに水位調整用のダムを作るぞ。一番下まで掘って川の底面を均一にするのだので建設作業員マシマシ。資材だだ余りで工場ほとんど仕事ねんだわ。川の底下げ工事、葉っぱおい端っこ忘れてるぞ。ああ？まあ端っこは追加で工事するとしてこんな感じで水門よろしく。水深6マス分をせき止めるダム。これもなかなかの貯水が見込めそうだな。ついでに天然の地形も少し削って貯水池の見た目も調整しましょ。そのうち全部真っ平らにしそう。シェシェシェ。この爆破ジャンキーめ。いのちの水。干ばつ何それと感じるレベルで青々とした大地。まあ干ばつ6日じゃ1マスくらいしか水位下がらないしね。見た目が映えないからなんか面白いギミックを考えたいところだな。それでは歓喜や KY の葉っぱあれなぜだ、私の愛する爆破音が聞こえないぞ。ああまた出てきた現場ビーバー。もう、爆破音が消えるとか確認ミスで起きることじゃないでしょ。くさでは不可解な現象が起こったものの楽々換気に対応できる体制になったところで今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、ハイプグッドボタン、よろしくお願いいたします。私のやる気スイッチです。汚水川の浄化が完了し美しい川を手に入れ、青々とした大地の再生に成功したレイム。しかし目標のビーバー500匹のことを忘れてるぞ。果たして彼女のビーバー脳はそのことを思い出せるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねジェンバーボーン。湧き水周辺の障害となっていたトゲの除去の怪我で診療所が野戦病院さながらになった我らがビーバー。だがトゲの根絶に成功してみんな職場復帰、河口にダムも建設完了。さあ元気に開発やってくぞー。ただいま元碓水川の川底の水深を一番下まで下げる掘削工事を実施中。結構な量の爆薬。地形ブロックで柱の上に池を作った時の緑地範囲の使用のテスト。相変わらず地形ブロックは3マスまでは横に伸ばせる模様。前にも検証したので過去動画見ればわかるんだけどいつやったか思い出せなくてね。残念なビーバー脳。まあ急ぎの工事もないし、のんびり底下げ工事でもして結果を待ちましょ。川の中腹部分も底下げしてさらに追加のダム建設予定。河口のダムの貯水量アップだー。ノーマル難易度の最長の換気は10日くらいだったから、最長の換気来ても川の半分は水残りそうだ。ビーバーめちゃ増やさない限り楽勝であります。ダム完成により汚水の湧き水が水没してる。水圧で汚水は出ないけどこれはなんか微妙。夜中に確認すんなミニキーだろ。黄色い人がうるさいので翌朝汚水の湧き水の完全封印工事を実施。おい。地下トンネル掘って汚水専用下水とかも考えてたんだけど、完成しても地味そうなので却下しました。地下で回る水車。地味だ。そうなるとこっちも気になるけどここは今開放すると汚水出るから換気にやりましょ。だな。初期に完全封印してたけどなくても平気だったので素材に戻したけどまたここも封印しましょ。人はそれをこう言う、二度手間と。そういうこともある。マップ南の遺跡を解体するためにジップラインを整備。遺跡の解体は地味に時間がかかるぜ。貯蔵庫いっぱいで工場止まってるので地下貯蔵庫マシマシー。こういうのこそ自動化しろよ。必要な時にたくさんないと意味ないの。河口ダムが満水になるぞー。数サイクル前は汚水川だったのが嘘のようだ。上流のダムも満水御礼。もはや捨てるレベルで水に余裕ができたぜ。水だばー。だが所詮湧き水、流量は大したことなさそうだ。今後は貯水バルブを開放して川の水位に自動で合うように設定しとくよ。新機能の自動化システムガン無視して、水位の自動化しちゃうアナログ親方であった。細けいことはいいんだよ。水だばー。そして安定のおもらし。これはしたり、水門微調整してなんとかしとくよ。てか満水になったらここも緑地になると思ってたけど、全然足りとらんかった。上に段差がある場合緑地範囲狭くなるの失念してた悲しきくるみサイズのビーバーのああこれも見た目よろしくない。封印するか埋めちまえ。トンネル掘って消滅もありかな。
さてこちらの方も貯水バルブの設定をして、水だばー、3。建設前から水難多すぎだろこの鉱山。ギリッギリを求めた結果結構な範囲をやらかしちゃったよ。まあ丸太倉庫いっぱいだから植林場沈んでも被害はないか。被害は地熱エンジンが沈んだくらいかな。そんなわけで水害予防で堤防一段追加。やらかす前提で設計する適当な匠であった。一番遠くにあった遺跡の解体が完了。明日からは別の現場で頑張ってください。いのー、ちの水。土砂ブロックの柱で緑地範囲を広げる小技は健在のようだな。この技を使って上流まで水を戻す循環システムにするつもり。水車つければ揚水発電もできそうだ。5マスの突出部を使い緑地範囲を計測中。柱から13マス、四角く綺麗に緑地にするなら9マスってところかな。なお緑地範囲は柱の位置ではなく、上の水たまり部分で決まることを後で知るのであった。じゃこの実験場はもう使わないから解体よろしくー。柱のブロックをトンネルで掘って足場を崩すだけの簡単なお仕事。すべての大地を緑にするまで、私は爆破することをやめないぞー。あいつは現場ビーバービバウッド版、そしてまた謎の現象で爆破音が消えるの巻。あ、緑地できてない？意図かなし。てなわけで測量して9マスの範囲に入るように追加で工事。するのは面倒だからもうこれでいいや。ほんとお前は適当だな。今後は爆薬の需要が増大する見込みなので、原料となる汚水を大量貯水するため大規模工事を開始だ。今の汚水池の水深だと乾期に汚水も枯れちまう。さあ作業に取り掛かれ我が精鋭たちよ。綺麗な水はもう十分だ。今度は汚水を貯水するぞー。この工事が緑地化の希望を切り開く第一歩だ。はい端っこの微妙な緑地の仕上げの葉っぱー。よしこれで北東の端っこの緑地化成功。これで A 型の中の人もすっきり。ってなんかまた微妙になってる。川幅で緑地範囲変わるの忘れてたビーバー脳であった。お前ら、ひっまそうやなー。どうやら爆薬の前に生成物の在庫がなくなって、トリプルダイナマイトが設置できないようだな。他の工事させるにも工場は在庫いっぱいだし家建てるには食料が不安。平らな農地作るのは爆薬必要で八方塞がり。しゃあないいずれ作る予定の水循環システムのテストしましょ。堤防と違って土砂で作る場合設計ミスると簡単に壊せないからしっかりテストしなきゃ。だな。てなわけで柱がここで角まで緑地化できるか実験。さっきと見た目同じの地味実験入りまーす。端っこ修正工事。川幅の緑地範囲は1マスごとに増え、確か3マスが最大範囲。これで端っこも無事緑地となりました。植林地裏の出っ張った部分も綺麗にさら地化じゃー。爆破でいきり散らす親方の一方で換気の警戒音。汚水の湧き水の防水フロア化がはかどるね。こっそり大きなポンプ下と加工ダムの最下層をトンネルで繋げる工事をしてました。絵面が地味すぎて紹介を忘れてた残念なビーバー脳。マップ全体の水がここに集まり、すべてポンプで汲めるようになるので割と重要な工事である。だって葉っぱしてる方が見た目が派手だし、景観も変わるから楽しいんだよー。典型的な爆破ジャンキーの症状です。医師とご相談の上適切な爆薬を処方してもらいましょう。よし爆破完了。これで中腹にもダムが作れる。あ、最深部と思ったら一マスミスっとった。爪が甘い。ではここもこんな感じでダム建設よろ。下3マスをバルブで放水することで加工ダムの水位を常に3で満たせる設計。水源の湧き水が上流にあるのを利用して、だんだんと水門作って自動化で制御するのが正道なんかな？でも無視してバルブで制御しちゃうのがうちのレイムさんだ。起きろー、出勤の時間だー。最悪の起こし方で草？ここはビーバー通ることもあるから一応安全な時間帯にね。普段は100%でも心根は優しいレイムさん。ビーバー、ずらー。建設作業員に重点を置くこの街では割と見慣れた風景。こりゃすぐ完成しそう。追加の底下げ工事も並行して作業、いい感じに進んでおります。橋を使って上からぶん投げる、このクレーン工法だとほんと作業早いな。などとビーバーたちの作業に見惚れてたら北西の緑地化実験が終わってました。これを伸ばして水道橋にすれば、端っこすべての緑地化も可能だな。中腹のダムも完成して貯水バルブで自動放水設定。自動化システム維持でも使わないおばさん。おばさん呼ばわりはやめて。へっへ。歓喜が来るぞー。睡眠を、妨ぐ規制、響き蹴り。人の警報音で一句読んでんじゃねえよ。今回は5日か。もはや誤差だな。
隅っこ実験も終わったので、解体して水道橋の設計でも考えようかね。土砂を節約するなら、こんな風に3マス伸ばせる制限を最大活用すれば、柱2本で2マス幅水路も建設できそう。でも最大緑地範囲を得るのに川幅3マス必要なのが頭を悩ませるぜ。結果こんな感じで3マス幅水路で柱を端に立てて、真ん中に補強用の柱を埋める構造に。でもこれシーズン7の時に似たようなの作ったんだよな。ダメじゃないけどもう少し違う工法も模索したいね。だな。鳥松井実験で四つ足3マス幅の緑地範囲を確認するよ。こうして爆薬と生成物の生産を待ちつつ、地道な実験を繰り返すのであった。あと水の湧き水の完全封印もやっとかなきゃね。封印するのは簡単だけどこれもなんか面白い使い道を考えたいな。水圧もないし使い道に困る。っていうかここに深い汚水の池作るから他の汚水の湧き水正直いらんのじゃー。汲む場所も加工する場所も、一箇所にまとめた方が効率いいから結局はそうなっちまうんだよな。しかし一つだけ問題あり、フォークテールの汚水ポンプ深度2までしか汲めないんよ。そんなわけで深度5まで汲める自動水汲みポンプで上に持ち上げる予定。ノズルが短い、フォークテールの数少ない弱点。はい、大規模改修工事しますんで皆さんレイオフです。再建を再度集結してください。こら貴様ら、瓦礫の撤去優先にしてるのになぜ運ばん。瓦礫を運ぶ場所がねえんだわ。そりゃ片付けしようがないか、これはしたり。はい邪魔な板使って絆の火鉢よろ。物資不足で何度も建設中断したのに今じゃゴミ捨て場扱いである。公用区のこのデッドスペースにもぴったり入るね。倉庫も近くてここは幸福度ボーナス的にも良さそうだ。汚水すっからかんだけど追加の爆薬工場も増しまーし。新たに花火も生産し保管できるように倉庫も建設された。汚水池の底下げ工事、これ見て完了だー。ノーマルだからこれでいいけど、ハードだったら汚水の備蓄もかなりきつそうだ。換気が大変そう。はい、クレーン回収しまーす。悪気はなかったんだよ。さあイモズサーの運命やいかに。しれっと空中浮遊で脱中打つ。もうこいつジップラインいらねえだろ。自動水汲みポンプの設置位置の計算のミスに気づき急遽設計を変更。このように突出部でせり出す形にしました。土砂の上に自動ポンプ設置予定だったが、自動ポンプ自体は防水でないため水漏れすると気がつき修正。池一マス掘りすぎちゃったよ。まあしゃあなし。こんな感じでおなしゃーす。なお自動水汲みポンプの必要動力は700馬力、2機で1400、地熱エンジン 3.5 台分である。てなわけでこれ動かすと工場の効率も落ちちゃうので、大きな風車に任せて適当に組み上げするつもり。まあ重力バッテリーもあるから、フル稼働しても夜中の地熱エンジンのパワーでなんとかなりそう。そして工事を眺めてて思い出す、メープルペストリー作ろうとして忘れてたと。思い出すの、すっげー、時間かかったな。パン屋横にタンク作る場所とか準備してたのに完全に失念してたよ。これで大量のシロップ保管だ。運搬員とリレーして運べるように、採取場の近くにも中くらいのタンクを用意しときましょ。パン屋の近くでメープル作れば？めんどい。おい。運搬員が頻繁に行き来するならジップラインの駅もあった方がいいね。ここは立ち退きじゃ。急にケーブルを切られ屋根に取り残されたビーバー。おらー、ヤクザキックで家破壊、これで問題なかろう。家を破壊されたビーバーが無言の座り込みデモを起こした。こらー、すぐに仕事に戻りなさい。夕飯ベリーにするぞ。心なしか悲しい目になったビーバーであった。家の跡地は家を建て直さずメープルペストリーとガマクラッカー倉庫になりました。でもビーバーは野宿になった。そういや倉庫の中身見れるアイコンあったなと思い出し倉庫を整理。この世界品目が多くてどこに何があるか把握しきれなくなることしばしあり。倉庫の新設で薬工房にアクセスできなくなったので盗難の僻地へ移設。左遷？まあ病気になるビーバーもめったに出ないし、普段は停止してるからここで十分だよ。雑多な街よりのどかなこの場所の方が、のんびり薬も作れて快適でいいかもだな。さあ、ねえ、水は不必要に余ってるのに汚水の枯渇に悩まされる逆転現象が起きた換気が終了。じゃポンプの設置とかはまだ終わってないけど汚水も湧き出してきたことだし今回はここまで。泥風呂で遊ぶ子ビーバーが可愛いと思っていただけたら、ハイプグッドボタン、よろしくお願いいたします。嬉しいです。まさかの汚水不足で爆薬製造が滞り、若干開発速度が鈍ったレイム。次回には大量の汚水を貯水して、爆薬の大量生産体制を完成させることができるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。
ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねジェンバーボーン。潤沢な貯水を手に入れ世界の全てを緑で覆い尽くさんと緑地化実験に勤しむ我らがビーバー。しかし緑地化の要となる爆薬製造の原料の汚水が枯渇、汚水も貯水して爆薬の安定供給を成し遂げるのだ。ただいま深い汚水の貯水槽が完成し、自動組み上げポンプで上の貯水槽に組み上げる仕掛けを工事中。で組み上げた汚水を汲むための汚水ポンプをずらっと再建設。フォークテールには汚水装置というめっちゃ便利な汚水を汲む装置があるが、このマップだと使えないんだよな。代わりに地味にでかい施設が必要になっちゃったね。汚水装置は設置場所がないからしゃあなし。さあ皆の者を、キリキリ働け、急がないと汚水に飲み込まれるぞ。危険な現場だろうとお構いなしで頑張るビーバー。危ない、くるぶしくらいまで汚水来てるよ。最後の堤防完成。よくやったサボクリスよ。水場に行って網を洗っておいで。危うかったが病人は出さず工事完了。こんな感じになりそうろう。これで換気になっても汚水がすぐになくなる心配はなくなったぜ。動力が少し心配だったけど重力バッテリーもマックスだから大丈夫そう。などと思ってたけどシャフトちゃんと繋げてなかったわ。自信満々に失敗する。これがうちのレイムさんだ。マップ端っこの遺跡解体のためジップラインを整備。見た目の映えのためにトンネルで遺跡崩落させようかとも考えたけど普通に回収予定。スクラップを消してしまうことをもったいなく感じてしまう貧乏症の親方。それ前にも見ました。適当に土砂ぶっかけて水入らないようにしとけー。初期にワンダー建設で急いだ影響が未だ残り、動力関係がかなり雑なままであった。汚水の汲み上げ溢れる分はバルブで自動給水の方がいいか、動力使わないで済むし。負荷推進センサーでポンプ自動化しろよ。めんどい。ほんとこのアナログ親方は。爆薬の安定供給も整った。次は食料の大量生産を目指すため建設予定地を決めよう。その辺崩して植林地更地にすればいい感じの土地ができるぜ。てなわけでビーバー運輸本社移転でありまーす。汚水の香り漂う赤く染みた大地が彼らの新しい職場。いつも運搬で会社には顔出さないから問題あるめー。そういえば製品版の新要素だったけど触れてなかったこちらも設置。柱のバナー、自分で用意した画像も使えるぜ。左側にはケンバーボーン製品版おめでとう、と投稿しようとして忘れてた画像をここぞとばかりに採用。お前右側はどれにしましょ。サタデーナイトビーバー、この画像はこれはボットに支配された街から脱出したアイアンティースのパイオニアを救助してる画像。そんなことがあったのか。っていう設定でボット禁止中です。ただの設定じゃねえか。まあここは職場だし無難に現場ビーバーにしましょ。いのーちの水。はい、緑地か端っこミスっております。柱一本だった時と端っこの柱の位置同じなのに、緑地範囲は柱の位置じゃなくその上の水の位置だったとこの時初めて気づいた。水道橋で完全緑地化を目指すなら角だけ出っ張りを作れば綺麗にできそうだね。地道な研究で少しだが建築知識が向上した。ビーバー運輸本社、完成だー。農夫の像も相まって立派な本社になったぜ。安全確認、よーし、いい加減な確認で今日も仲間を閉じ込めるぜ。ケンバーボーンの正式リリースおめでとうございます。遅ればせながら心よりお祝い申し上げまーす。今後のさらなる発展とプレイヤーの皆様に愛される作品としてさらなるアップデを心より願っております。おらー、本社移転だ。残ってるやつはさっさと移動しろー。綺麗な更地になりました。続いて初期からお世話になってた植林場も買いたい。今じゃ植林場が各地に点在してるから、この程度なくなっても全く問題ないぜ。よく見たら風車繋がってなかったので修正&シャフト追加工事。細かい修正入りまーす。植林廃止ついでにここを掘り下げて高骨の増産もしましょ。ビーバー増えたら今の規模だとちと足らんもんな。アゴラも邪魔だからこっちに移設ね。適当な場所に移動しただけの雑工事。ビーバーたちを巻き込まないように夜中ず葉っぱなら夜明けにしろよミニキーだろ。下打ちすな。あとはトリプルダイナマイトで爆破すれば、ここら一帯が綺麗に平坦化できるね。ここが全部畑になるのか。陰や立体農場を作るからこの面積の数倍の作付けができる畑にするよ。そりゃ完成が楽しみだ。そして今更ながらビーバーの頭数管理ミスってんなぁと気づく。職場の空きが64の6ビット。そういや前回駅建設で強制立ち退きさせたんだった。爆薬関連で職場も増えたしな。
まあとりあえず数だけ揃えばいいや、ここに団地を作るべ。実は当初の予定ではここに立体農場を建設予定だったのだが、すっかり忘れてるビーバー農であった。そうなの？で立体農場を建設するとジップラインが邪魔で建設ができないので、ラインのルートも少し変更。せっかく斜めにすることで距離を縮められていたのに、結局カクカクした無縁なルートになってしまった。そして突如ラインを切られたビーバーの運命といえば、ほんと、あんたって子はなんでそんな面倒なところに。いや深夜にやらなかったお前の過失だろ。さすがにこの子一匹のために記念碑回帰を潰すのは。でもこのまま放置とはいかんだろ。しゃあない迂回ルート作るか、お前は脱出経路が完成するまで飲食禁止の刑だ。理不尽。トリプルダイナマイトハッパー。広大な農地となりビーバーを繁栄へと導くのだ。見事な絶壁がお目見えだ。この薄い壁一枚崩れたら川の水が流れ出す。自然災害があったら絶対ヤバい構造。まあビーバーだし最悪及ぶんじゃね？で立体農場の支柱となる柱の位置を決め、さらに地下を掘り進めるどう？地下にも作るんか。地下農園は水没に弱いから事故らんようにな。あいよ。穴掘り工事と並行してクレーン設置工事も開始。階段を登るのは大変なのでジップラインも整備。最終的にはこんな感じで突出部もつけるぜ。さあ我が精鋭たちよ、キリキリ働けー。ジップラインを使って爆薬工場へ流れるようにビーバーが颯爽と物資を運び込んでるぜ。団地？屋根なしの真っ平ら。これはこれで昭和レトロ感あって好きかも。一瞬で26匹増えた。段階の世代。頑張れお父さん、子供たちの未来のために働くのだー。お母さんも働いてるぞ。さあ声援。ビーバー社会は男女平等。鉄骨を持ち長い階段を登る。これは良いハムストリングが育ちそうだ。これはふくらはぎパンパンになる筋トレで草。そして筋肉痛と戦うビーバーに秘宝。傾斜がきつすぎて駅の設置ができない。せっかくあんなに頑張って建設したのにかわいそうすぎる。ので道に足場を作ってその上に塔を立てて、極限の傾斜で登れるように調整しました。傾斜49度、上りはいいけど下りが絶頂マシンだ。こうして無事駅が開通して、腕で鉄骨を抱え我慢する上腕三頭筋を鍛える筋トレにシフトしました。もうこいつらリンゴくらいなら素手で握りつぶせそうだな。緑地工事もちょろっと同時進行。土砂倉庫いっぱいで在庫整理のついで。水道橋実験は横に伸ばしてみたけど、やっぱり角には水届かずだね。角の部分だけ出っ張った構造にするのがやはり無難なようだな。さて仕様は把握できたから設計はできるけど、あとは見た目をどうするかだね。前のシーズンでやったのだとつまらんから少しは見た目も変えたいな。立体農場完成させたらこっちの工事も始めたいから、それまでにはデザインも考えないとだね。だな。お水気が来るぞー。すでに対策は万全を期しておりますので何の問題もありません。日数は7日間、少し伸びた気もするが誤差だな。そんな感じでお水気でも平常運転で立体農園の基礎工事を継続。支柱となるよろ長い柱が爆風で倒れそうで怖い。ビーバーの超技術なんで余裕です。でもう一丁葉っぱで粉砕してマップの最下層まで基礎工事が完了。あとは1階層ずつ階層を積み上げてく感じだな。葉っぱしすぎで生成物に使うお水が足りないのでお水ポンプ増しまーし。段階の世代もあっという間に大人になったしいい就職先になりそうだ。湖の周りを左右対称に整備。細かい見た目の修正に無駄にこだわる親方。失業者対策で建設作業員をさらに増員。超雑な建て増し。立体農場の地下は栗農園にすることにしたんだけど、森番の詰め所の高さが高くて上のフロア工事に支障あり。まあ木よりも背の高い建物だからな。栗は一度植えれば安泰だから上終わったら詰め所は撤去で。で2階層目の設計を開始、今回は突出部を使った感じにします。小や板がアホほど必要になりそうだな。そして動画編集中に気づく、どうせ上に盛り土するんだから基礎は土砂ブロック維持に必要な分だけでよかったと。土砂ブロック自体が3マスまで横に突出する性能があるのすっかり忘れてる悲しいビーバー脳であった。後から突出部だけ撤去再利用できるかな？で工事するにあたり毎回階段作るのはめんどいので、先ほど用意した急勾配ジップラインの先にクレーンも建設。よく見ると一番右だけ一マスずれてる。先に気づけた君は名探偵だ。あばばば、グリッド表示してるのにミスってたとな。野郎ども、指先に力を入れろ。ジップラインの途中で落としたら大事故になるぞー。もりもり資材を運び建設するビーバー。そして安定の階段での閉じ込め。ほんとあんたらって子は、仕事中の最大の敵が背後の味方で草。
製品版になってこの手の事故は減ったけど、それでもまだこっちで指示しないとダメだね。階段工事は手動で指示だな。こっそり続けてる緑地化実験、角の出っ張りを作り検証終了。柱の位置ではなく上部の水の位置で緑地範囲が変わると実証された。ビーバー、ずらー。ゲーム内最高速度の俊敏な動きのビーバー。当倍速でもこの速さだけど大規模建設だから数サイクルかかりそう。資材の供給の方が間に合わないかな？土台の関係で高さが足り作りが植えられない場所にベリーとタンポポをちょこっと植えましょ。前回タンポポ植え替えて薬工房移転したけどこれならこっちでもよかったぜ。こっそり続いてた川とポンプをつなぐトンネル工事、加工ダムの最深部に貯水バルブ設置。これで貯水してる水が余すことなくポンプで汲めるようになるな。とどめの一芸液、これで地下水道トンネル完成であります。ただ一マス水路にしちまうと蒸発が早いから、場合によっては拡張した方がいいかもな。まあ最適化は気が向いたらやるよ。適当だな。ひっそりと南の遺跡の解体が終了、明日からは無職です。急激に増えた段階の世代の就職難が続く。命の水。少々汚水濃度が濃く見えるが、問題なく汚水期終了だぜ。これも地下下水作って自動化で完全分離したいけどめんどいんだよね。やりたいことがいっぱいだ。さて汚水期終わったしそろそろ閉めたいけど、板の在庫の減りがやばいから建て替えだけさせて。手をつけずに放置すると次には綺麗さっぱり忘れている。これが悲しいビーバー脳の仕様。いざとなったら絆の火鉢をぶっ壊して板にするよ。板数百枚になるけど壊すなよ。記念碑だぞ。では傾斜のヤバいジップライン&クレーン足場が完成し立体農場の建設が本格始動したところで今回はここまで。続きが見たいと思っていただけたら、ハイプチャンネル登録、よろしくお願いいたします。更新速度が気持ち上がります。地道な実験の成果で水道橋による緑地化の目処も立ち順調に大規模事業へ手を伸ばしつつあるレイム。立体農場を完成させ食料の大量生産を始め、さらにビーバーを増やしてとんでも建設を始めるつもりか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。ジェンバーボーン。汚水専用の貯水槽を完成させ新たに立体農園の建設を開始した我らがビーバー。限界傾斜に近いジップラインを繋いだクレーンを設置、足場は用意した、上からぶん投げて工事を完遂するのだとその前に柱一本で空中に水がある場合、もしかしたら下は緑地化されんと思い、珍しくマップエディターを使い実験。結果やっぱり空中にあるだけじゃダメだった。貯水槽の四隅に柱があればそこの周りは緑地化されるが、空中にあるだけじゃさすがにダメ。以上、立体農園や水道橋で緑地化する仕組みは、柱の位置が肝であるという再確認でした。さあビーバーたちよ、上から土砂をぶん投げて、まずは支柱を作るぞ。20キロ米袋サイズの土砂を軽々片手で運ぶムキムキビーバー。前回編集中に気づいたフロアを支える突出部無駄に多いじゃんの件で、不要な支えを解体。上のフロア建設で使う資材が足りるかは微妙なライン。解体した資材はスタッフが迅速かつ適切に再利用しました。ビーバー、それは自然を愛する地球の再生者。地面の汚染のシミを消すのにコメント欄で汚染防壁使ってあげて、とリクエストいただいたので着手。なおここはそのうち土砂で埋めてさらに上から緑地化しようかなとも考えております。そして汚染防壁と間違えて防水フロアの建設指示を出すのがうちのレイムさんだ。はぁ？毛がビーバーが増えても対応できるように野戦病棟を設置。怪我しやすい危険な職場がフル稼働。2階層目が完成。こちらにはメープルを植林します。水没して枯れると森番の詰め所立て直しになるから地下での植林はやめた方がいいぞ。そん時考えるよ。適当だな。さあ植林しつつ3階層目工事開始だー。ビーバー、ずらー。仲間のお尻の匂いを嗅ぎながら資材を運ぶのが彼らのお仕事。時には頭がお尻にめり込む過酷な職場環境である。ビーバー界ではよくある光景。誰だこんなところに防水フロア張ったのは、汚水染みで取るやないか。いやお前だろ。そうでした。無駄工事させてごめん、ここ汚染防壁で作り直して。つかここの汚染防いでも何か植えるわけじゃないからそもそもが無駄工事。いいじゃん綺麗になるじゃん。野戦病棟完成。これで安心して怪我できるね。汚染防壁の内側の埋め立て予定地を垣根で隠してるのず。立体農場建設でも土砂の在庫が少ないから、ここの緑地化は余裕ができるまでお預けだな。ここらでちょろっと立体農場のフロアの鉄骨フレームをご紹介。
基本は突出部がお互い違いに間隔を空けて配置した感じ。端っこ1箇所だけは土砂ブロックを横に伸ばす関係で突出ブロックが採用されております。さあ我が精鋭たちよ、キリキリ働けー。ビーバー、ずらー。建設作業員多すぎでさすがに建材の減りがやばいよ。これだけのビーバーが一斉に工事したらまあそうなるわな。ビーバー運輸本社周りの汚染のシミ除去が無事完了。地味に足裏とか痛めそうな見た目だったけど、これで安心して仕事してもらえるな。意味はないけど近所の山を爆破指示。おまわりさん、ここに爆弾魔がいます。いやただの爆薬の在庫処理だよ。こりゃさすがに土砂の生産量を増やさざるを得ないと思い増築を考えるも、動力不足なことが発覚。そういやここ地熱エンジン1機だけで他とは繋がってないんだったな。ぶっちゃけ途中まで工事して忘れておった。おい。ではこんな感じでおなしゃーす。シャフトの延長工事を行い動力を一元化だ。これで重力バッテリーも使えて安心。では土砂採掘機立てまーし。なお設計に不備あり、ここで気づいた君は名探偵だ。さほど気にしてなかったけど動力もちょい節約のため、水位が下がらないと汚水の自動組み上げが動かないように自動化。換気以外は汚水出てるから上のバルブから流れてて自動組み上げ意味ねえんだわ。やったー、特に意味はねえ。だけど爆破は最高だぜ。倉庫を圧迫してた不要在庫が減ってこれで工場が動くぜ。あ、一箇所見落としてた。今回も爪が甘いビーバー脳であった。メープルの植林が終わったので、森版の詰小樹液取りの小屋に建て替え。着実に立体農場の工事は進む。柱の位置に対して農地の横幅が左右対称じゃない。なんか気持ち悪い。なんでこんな設計にしたんだっけ？確かになんかキモい。思い出した。私突出部を節約するために支柱として家を使う工法を思いついて試そうとしてたんだった。度忘れによる施工発注ミス。支柱として家を使うならダブルロッジだけでもいけそう。まあそこまで資材困窮してないし、見た目と機能を兼ね備えた設計もいいな。そして設計しててふと気づく。前回最後に製材所に建て替えたはずなのに建て替わってない。録画してたくせにセーブをミスってた残念の。まあ板足りてたから問題あるめー。おい。そして家の支柱工法を模索してた残念能の親方、なぜかそれを放棄し通常の改装追加工事を始めた。そう、急に来たしつこい訪問販売の対応をしている間に何をやってたか忘れてしまったのだ。1週間で4回目、セールスと宗教勧誘、撮影中に来るのほんと迷惑。そんなわけでセールス宗教お断りのステッカーを作成してコンビニで印刷してたので動画の投稿が遅れました。という新しい感じの投稿遅れの言い訳でした。おっと次は汚水機が来る模様。土砂の在庫がなくなってるぞ。こりゃこのサイクル中に農場完成は厳しいかな？土砂がないと工事が進まぬ。作付け面積は減っちゃうけどおしゃれのためのフェンスでもつけてもらいましょ。土砂採掘機増産まだできんのか。って土台の足場に届かなくて建設できんのかーい。自分でミスっておきながらイキリ散らすおばさん。おばさん言うな。ワンチャン立体農場1サイクルで完成できるかと思ってたけど汚水機4日か。さすがにこのサイズの建築だと1サイクルじゃ工期が足らんぜ。工事は6層目まで到達し、これ以上は上からぶん投げ工法が使えないので足場を撤去。次で最上階だ。そして気づいてしまう。最上階は水性農場にするつもりだったのに土砂ブロックの高さ制限に引っかかっていることに。ブロックでも水は貯められるが植物は育てらんねえ。すまないビーバー、このフロアを一段下げる。爆破して作り直してくれー。ただでさえ土砂不足なのにほぼワンフロア全部破壊することになろうとは。まあ追加の土砂採掘も始まったし気長にやろうぜ。悲しみの設計ミス、吹き飛べ作ることは難しい。しかし壊すことは一瞬だ。鉄骨部分から作り直さなきゃだよ。土砂ブロックの最高高度は20、限界切りを狙うときは要注意だぜ。ビーバー建築基準法に準拠した設計を心がけます。で最上階を水性農場にするにあたり、水を上に運ぶ仕組みが必要。放水場でもいいけど大規模に作りたいので、自動組み上げポンプで上まで組む準備を開始。無論ノズルの長さが全然足りてない。そこをなんとかするのが職人技の見せ所だよ。こりゃまた繊細な調整が必要な工事になりそうだ。命の水。立体農園の修正工事だけでほとんど終わった汚水機だった。このサイクルで立体農園を完成させるぞー。爆破で気持ちを奮い立たせ観光を誓う親方。ごめん、フェンス作ってもらったけど、やっぱ垣根で作り直して。すまんなビーバー、垣根を200建設するって実績があるんだ。
で続いて自動組み上げポンプの設計。今回は珍しく金属の足場掛け棒を採用してみました。金属足場掛け棒は鉄90も使うからコスト重いんだよな。こんな感じでオナシャース。組み上げポンプ4機体制、これは動力バカ食いしそう。工事は安定の上からぶん投げ後方、一旦最上部のポンプは外します。動力問題も気になったので大きな風車を追加で左右に設置。ビーバー、ずらー。5日間ほどで無事完成。なおここだけ小さい風車と間違えてる。ああ？気づいた君は名探偵だ。いのー、ちのみず。土砂ブロックの支柱を伝わり、無事下の階層も全て緑地として使えるようになった。これにて立体農場完成。いやお前何か忘れてないか？ふわ？そうです、家を支柱にして追加のブロック設置です。畜生何が〇〇社の方から来ましただ。名刺出させたらお前代理店の人間じゃねえか。そんな怒りに満ちた匠の渾身の設計が完成。スカーク徳セールスマンなんぞ無視しろ。インターフォン鳴らされるだけで迷惑なんだよ。宗教勧誘の方も大勢でドアの前に立つのはお控えください。カメラで見た時にギョッとします。てな感じでデザインが完成したのでこちらも工事用の足場を準備。大きな風車の修正中にふと気づく、下の垂直シャフトいらんかったなと。そして直すの面倒で見て見ぬふりをした。さあ皆の者を、工事に取り掛かるのだ。各フロアごとにジップラインの駅もある。これを使えるようにすれば農場も使えるようになるぜ。荒ぶった。心を癒す。飛ぶビーバー。ビーバーのお尻セラピーが霊夢の心を癒した。ビーバー目線で最前線の工事現場を訪問。高高度でのトントン作業、これはかなりの度胸が必要だな。こりゃ怖い。手押さないで押さないで。くさ支柱となる家が完成するたびに使用禁止を設定。ジョメルの禁止。人工カウンターで自動化してもいいけどそれすら面倒。安定のアナログ親方。夜中にひっそり解体員の起点を撤去。今までお疲れ様でした。これでマップの全ての遺跡が消滅しました。こっそり鉱山を稼働させていたので、当分はこれでなんとかなるかな？一応スクラップ在庫も500ほどあるぜ。いい感じに工事は進み、家の支柱部分の工事が終わり最上階の拡張が完了。さあ水耕農場を建設して、水耕栽培を始めるぞー。おー。作付けはコウホネとガマをごちゃ混ぜでよろ。成長速度が違い作付けや収穫で移動距離が伸びる、農家さんに優しくない農法。まだ使ってなかった四角いバナーなるものを設置。ここぞとばかりにサタデーナイトビーバーを有用する手抜き。すべてのフロア建設とジップライン駅が完成したので、今までお世話になった高層足場を撤去。あ、そうだ、屋上に蜂の巣設置すんの忘れてた。農場がもろ蜂の巣の範囲、こりゃ農家さん絶対蜂に刺されるやつだ。このままだと駅はあるけどラインが繋がってないので、下を整地してジップラインのハブを構築するぞー。この数を全部繋ぐのは結構大変そうだ。接続次第建設できるように農場もっと。こちらもごちゃ混ぜ農法で作付け、全タングルアートの技法で心赴くまま植えていきます。全タングル、全と絡まるの造語、ちょっと前に流行ってた瞑想幾何学アート。倉庫いっぱいの作物はそのままで、足りないものだけ収穫するという副次効果も期待してるよ。さいですか。でジップラインハブの建設予定地の土台に大きな倉庫を建設。保管量も増えて一石二鳥。はい、初期に建てた小屋邪魔だから立ち退きね。立体農場の家に引っ越して。少し空き部屋増えるからちょっとだけならチョメルのを許可しよう。でビャーっと突出部で土台を作りまして、こんな感じに対面式で並べて、各フロアの駅と接続をします。ジップラインのケーブルがごちゃごちゃすぎて、もはや説明がしづらいレベルだ。もちろん駅前も倉庫建設、収穫物をすぐに保管できる新設設計。これは便利そうだ。屋根が完成してたけど撤去して記念碑に変更。駅が集中してるからたくさんのビーバーがバフの影響範囲に入れるぜ。さあ皆の者を、作業に取り掛かるのだー。立体農場創業開始まであともう一息だ。駅が完成して上まで登ってくるビーバー。相変わらずの急勾配。蜂の巣も設置して準備完了。食料生産を大幅増量でビーバーたちが大量繁殖してもへっちゃらだぜ。そんなところで寒気が到来。日数6日、まあ空気だ。そして朝の通勤ラッシュ、ジップラインがしっかり使われてて満足だよ。よかったな。で今日は農場の建設を依頼し、心を無にして畑アート。適当に植えて必要なもんだけ勝手に収穫してくれのスタイル。
小麦やジャガイモなんかの加工前提の食品を多めに作っとけば、なんかあった時の安心感はあるかな？まあパンやグリルも丸太が枯渇すると止まるし、頼りすぎるとそれはそれでリスクあるんだよな。じゃあ不人気食品ベリーで、今あるやつすら倉庫でカピカピになってそう。蜂の巣はちゃんと下のフロアにも効果出てそうだね。これは強いやつ。まだ収穫までは間があるが、新居半分開放だジョメルの解禁、ビーバーよ、梅よ増やせよ地に道よ。爆薬倉庫がいっぱいになりそうだったので今更ながらカウンターで自動化。アナログ親方やっと重い腰を上げるの巻き。解毒剤なんかも倉庫いっぱい作ったらすぐ暇になっちゃうので自動化しましょ。なお資源カウンターは道の接続が必要。これは足場の上に立ててしまってアクセスできないので使えません。これだからデジタルってやつおい。お前、暇そうやなビーバーをつついてなじってやるなよ。大規模建設終わったばかりなんだから休ませてやれ。取りまて持ち無沙汰なビーバーのお仕事に、土砂用の地下倉庫の増築を依頼。本音は動画の尺が伸びちゃったからそろそろ終わりたいが干ばつあと5日あるし、どうしようと悩むレ夢ムであった。ばらさないでよ。遠心分離機も満タンだったので自動化を導入。細かい修正入りまーす。動力をたくさん使う自動水汲みポンプの影響で、需要の増えすぎを心配してたけど割と平気だった模様。多少動力需要が増えたところで重力バッテリーがあるから夜間の地熱と風力で余裕。食料の安定供給は約束された。さあ新築分譲住宅を全開放だジョメルの全解禁、今夜のビーバーはフィーバーしてはっちゃけそうだ。道つなぐのミスってる。おい。一マスつなぎ忘れておったか。今回も安心の仕事が甘いビーバー脳であった。今まで使ってた家とジップラインハブ駅を階段でつなぎ利便性を向上。見た目の左右対称がちょい崩れた。そして夜になり行われたサタデーナイトビーバー。この一夜で30匹の子ビーバーが誕生した。こら子供は寝る時間だ、帰れ。恐ろしい勢いで増えるビーバー。通勤ラッシュで少しカクつくようになってきたね。増やしすぎるのも考えもんだ。倉庫の上を有効活用したいけどジップラインのラインが邪魔で建設不可。なのでジップラインの桁を使って倉庫の間を通すように改修工事。これなら倉庫上にも建設ができるぜ。で幸福度需要の高かった屋上テラスを配置。下の空きスペースにもキャンプファイヤーが設置され、ビーバーたちの生活はさらに充実したものになっていった。立体農場はこんな感じになりそうろすべてのフロアの作付けも終わって、農家さんものんびり座って収穫待ち。しかしこの場所蜂の巣の有効範囲、農家さんほぼ全員が蜂に刺されております。楽そうに見えて蜂の襲撃をひたすら座って耐える厳しいお仕事であったか。顔がパンパンに腫れてブサ顔になっております。定時ダッシュで蜂から逃げた。完成したキャンプファイヤーでくつろぐビーバー。完成した後ろの倉庫がスカスカなのが寂しいな。立体農園の収穫が待ち遠しい。突出部の隙間ってなんか気になるんだよなとか思ってたら、四角いバナーがジャストフィット。画像はカスタムできるから、木造の壁とかも自分で作れば建築デザインの幅がかなり広がりそうだ。デスクチャ作ってガチ建設、面白そうだけど超時間かかりそう。だな。さて建築ビーバーが暇してる、ここら一帯を爆破して緑地化をするぞー。と思ったけどやっぱやめたうちのレイムさんは今日も情緒不安定。動画投稿者は安易なやり方で緑地化してはいけないと法律で定められております。法律ならば仕方ない。動画の尺が伸びるから次回にしようと考えてたけど、以前から検討してた水道橋の建設を始めるぞー。水道橋を建設しその下をすべて緑地化する計画。寒気明けまであと3日、ビーバーたちを遊ばせておくことはできん。こうしてわずか3日が待てなくて、新たな巨大プロジェクトが始まった。ビーバーの数は着実に増えてるけど、生産力はまだ貧弱。今回は低コストで水道橋を作るよ。緑地範囲を10マスと定め測量開始。柱の間隔はもう少し開けられるけど計算のしやすい突出部を採用。計算しやすいから設計がサクサク進むぜ。続いて突出部×5を使い水路部分も設計。水路になる部分にはもちろん防水フロア。そして土砂ブロック高さ上限20のここまで水を運ぶための自動組み上げポンプ。どうしたもんか。さあ面倒な設計地獄の始まりだぜ。ああでもないこうでもない、あばー。急にどうした？ついにあたおかになったか？キーボードがキー入力を受け付けない？なんで？電池切れたんじゃね？交換したのに治らない。こんな謎バグも発生し設計は難航し1時間半にも及ぶことになった。録画停止もできなくて超焦った。
そして超苦労して設計したのがこの3連7層組み上げポンプだ。なんか安易な見た目。途中まで見た目も頑張った。でも諦めた。おい。動きゃいいんだよ動きゃ。逆切れ親方、しかしまだ仕事は途中だ。そう建設するための足場の設計もあるんだよ。もう説明すらなしのダイジェスト。プロビーバーは見ただけでわかるから大丈夫。こんな感じになりそうろー。つか先の水道橋がないぞ。もう MP 切れてるんで次回で勘弁してつかさい。下手れ。待たせたな我が友よ、仕事の時間だー。待ってましたとばかりに資材を抱えて走るビーバー。駅の建設優先でよろしく。シーズン6のデスマウンテン編のバンジーダム建設で、苦労したことを考慮して今回はこんな感じで工事しました。階段の建設を最後にしてビーバーがはまらないよう考慮。それだって言うのにお前、ひっまそうやなあ。多少効率良くしたといえ、さすがにこの数の作業員は同時に作業できねえよ。おっといかん、毛がビーバーが30匹近くも。倉庫建設でベッド撤去の影響でどうやら足りなくなってたようだ。これで安心して毛ができるぞ。鉱山フル稼働だー。鬼かよ。水道橋建設で大量に鉄使うからこれは必須なの。頑張れビーバー。そして建設開始3日が経過、換気が終わるけど結局足場すら完成せなんだ。こりゃまだまだ先の長い戦いになりそうだ。では立体農園を完成させ新たに長距離水道橋プロジェクトが始まったところで換気が終了する様子を見つつ今回はここまで。2連続巨大建設設計お疲れと思っていただけたら、ハイプグッドボタン、よろしくお願いいたします。私のやる気スイッチです。色々やらかしつつも立体農園を完成させたレイム。だが今回の設計した水道橋にも甘い部分があるぞ。って私が話してる裏で歌うんじゃねえ。てへ。まあこんなんだが続きが気になる方はチャンネル登録してくれると嬉しいぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。